つまり、私は藤原家のお嬢様でずっと行方不明だったんだね。履きも顔立ちもお嬢様と藤原家夫人が昔産んだ娘とそっくりです。絶対に間違いありません。お嬢様、今すぐ教場へ帰りませんか？家族に戻るお気持ちはありますか？いずれ帰ります。でも、今はまだ帰れません。いえ、に戻って身分を明かすのは一大事です。そんなこと、先延ばしにしてはいけません。ジョーヤ、実はご存じないでしょうが3年。前に私はもう結婚していました。今は夫が教場で試験を受けています。彼が戻るまで待つつもりです。その後で考えます。なるほど、そういうことでしたか。教場ではもう結果が出ていますよ。きっと旦那様もすぐ帰ってきますね。その時は旦那様も一緒に教場へ戻れますね。藤原家主もきっと彼のために役職を用意してくれるでしょう。それは、急ぎません。ご苦労様でした。夏子、銀子を渡して。はい。田舎、育ちでも品があって、堂々としているこのお嬢様、普通じゃない。ありがとうございます、お嬢様。お立様、ユーバは、もう、あなたを裏切ってますよ。山本家のお嬢様とこっそり関係を持ってます。なんでまだ彼のことを気にしてるんですか？私から言わせてもらえば、藤原家の人にあなたのためにしっかり仕返ししてもらうべきです。ユーバって、もともと権力にすり寄るタイプだから、もし彼が、今の私が藤原家の正女だと知ったら、きっと、お立様にすがって離縁なんて絶対しないよ。なるほど。昔は、権力も地位もなかった。それでよかった。今や私の後ろには、藤原家がついてる。彼に軽く扱われるなんて許せない。お嬢様、これからどうされるんですか？ありえない。今日、白の名家のお嬢様が釣り合う。家の若君を選ばずに、名家の若君を捨てて、わざわざ貧しい書生を選ぶなんて、絶対に何かあるはずだ。誰かに調べさせて。はい。思えば、私は司法庁で働いていたけど、夢を叶える前に突然命を脅して、気づけばこの世界にいた私は平凡な人生をそのまま終えると思っていた今日、運命が変わった気がする。もしかしたら私も新しい道を歩めるかもしれない。藤原綾のユーバが首席合格。した今否か育ちのあなたが彼の隣に立つ資格なんて場違いよ。ユーバ、あなたも同じ考えなの？綾野様、水木の言い方は、ちょっときついけど、言ってることは間違ってないよ。これが、離縁状だ。離縁状、署名。しよう。私が同意しなかったら？嫌なの？じゃあ、私がユーバの代わりに離縁状を渡してあげる。水木、綾野様には世話になったし、こんなことしてやりすぎじゃないか。ユーバさん、これはまだ綾野様に未練があるんじゃない？そんなことない。俺の心は君だけだよ。聞こえた？彼が言ったのよ。彼が愛してるのは私よ。10年前、あなたは私たちの店先で、ひざまずいてご飯を恵んでほしいと必死に頼んだ。私はただ食べ物をあげただけじゃなく、あなたの面倒まで見てあげた。学問を始めた頃から首席合格者になるまで、こんな仕打ちが恩返しなの？今更、そんなこと言っても、もう意味ないだろ。綾野様、賢くした方がいい。自分で身を引け。綾のうちのお嬢様は山本家のお嬢様。よしょみんの女がどんな顔して、いつまでユーバさんにしがみついてるの？わかってるなら、さっさと離縁状を受け取りなさい。ユーバさんから手を引きなさい。私も、立場を使って押さえつけるつもりはなかったけど。でも、そんなにわからずやなら、遠慮しないからね。お嬢様、今日、白からお連れしました。中に通して。綾の教場で、ちょっと知り合いができたくらいで、何かできるとでも思ってるの？そんなことで、私に勝てるわけないでしょう。私のおばは、言語妃様よ。私と張り合えると思ってるの？山本様、誤解です。私が連れてきた人は、あなたに会いに来たんです。嘘！お久しぶりです。ね、山本家で、山本様。私のこと覚えていらっしゃいますか？なんで、ここに、水木、あの人は誰？どうやら、ユーバさん、まだ何も知らないんだね。佐藤様は今日、白かぶ座で一番有名な女方なんだ。それに、山本様がずっと思ってた昔の恋人なんだ。もう、やめて！もう、昔のことよ！なんでまた話すの？山本様、
昔、俺を中に連れ込んだ時は、そんなこと言ってなかっただろ。水木、君たち、何が起きてるんだ？山本さんとは、もう昔から。佐藤優子、うちのお嬢様は何度か芝居を頼んだだけなのに、よくそんなこと言ってくれるわね。よくもお嬢様を侮辱してくれるわね。あんた、命知らず。ね。山本様、佐藤様、と何か誤解があるなら、ちゃんと話せばいいでしょう。それなのに、どうして殺そうとまでするんですか？なるほど。彼女はもう純潔じゃなかったのか。だから自分から俺に身を寄せてきたんだ。な。でも今更結婚をやめたらきっと出世できなくなるだろうな。この件は何か誤解があるのかもしれませんね。僕は水木を信じています。綾野、あんたなんて、いやしい、商人の妻を殺す。失う、物がない人は怖い。物なしを私を本気で追い詰めたら道連れにする。覚悟もあるわ。ちょっと気になるわ。この件が大事になったら、山本家庭やご妃様の面目はどうなると思う？何をするつもりなの？小野優馬と離縁するわ。それから今まで、私が出したお金も全部返してもらうから。急所だけよ。愛なんてどうでもいいわ。急所なら、山本様。ちゃんと説明してよ。7でのうち、私がどれを犯したっていうの？不幸には3つあるけど、子供がいないのが一番重いのよ。結婚して3年。も経つのに、子供ができないなんて。だから離縁して当然でしょ？へえ。そんなこと、彼が言ったの？何を言いたいの？優馬と結婚して3年になる。それは彼のお父さんの亡くなる前の頼みだった。結婚したその日に彼のお父さんはこの世を去った。私は3年間もに服していた。まだ一度も夫婦になっていない夫婦らしいこともしてないのに、3年も子供がいないって、どうして理由になるの？信じられない。昔から妻を離縁するのは3年間、喪に服している間はできないことになってる。だからあなたたちは何の理由で私を離縁できるの？綾野、わかったよ。お金が欲しいんだろ。渡せばいいんだろ。10年間、ずっと私のお金を使ってきたでしょ？利子も含めて5000両返してもらう。5000両？お前、キムしか見えてないのか。それなら、ユーバときっちり、計算しようか？ユーバ、10年間ずっと勉強してたよね。毎年に10両の学費と文具代10年でに100両になる。これ、認める？認める。毎月の食事代と服代で30両10年で3006、100両になる。これ、もう認める？認める。藤原家に住んでいたでしょ？毎月家賃は5両10年で6、100両ね。家賃まで請求するの？ユーバは仏様じゃないし、私が拝むために呼んだわけでもない。だから無料で世話する義理はない。あと、教場で試験を受けるとき、私が500両渡したわよね。合計で4900両ね。この10年間利子はたった100両だけよ。合計で5000両ね。ユーバ他に何か言いたいことある？水木、お金、お願い。そんな大金持ち歩いてるわけないでしょ。綾野、もう少し時間をもらえないか。私ってね、その日のことは、その日に片付けたい。タイプなの時間が経つとさ、どんな話が出るかわからないし、今日城まで広まっちゃうかもよ。いいわ、仕方ないから、家に帰ってお金を持ってくるわ。お立様、離縁状、受け取りました。いつ、今日、城へ向かうんですか？今夜のうちに必要なものをまとめて、すぐに出発するわ。ちょっと、急ぎすぎじゃないですか。水木みたいなタイプは、対面を命より重んじるのよ。みんなの前で、未婚なのに不貞を暴いたから、今頃私にどうやって復讐するか、N 考えてるはずよ。はい、すぐに片付けます。藤原綾乃、許せない。女はよくも、こんな屈辱を与えてくれた。
お嬢様、そんなに怒らないで。綾乃なんて町の商人に過ぎませんよ。もし命を奪いたいなら、ちょっと手を加えればすぐですよ。でも、女のせいで、私とユーバのことがバレちゃった。ユーバさんは賢い人です。もし怒りたければ、その場で関係を壊すこともできたはずです。でも、我慢したんです。これは自分の将来は白主様とご子様に頼らないといけないことを知ってるからです。これからお嬢様が少し腰を下げて慰めてあげれば、この件は終わりです。私、子供の頃からずっと、こんな屈辱。今まで受けたことない。絶対に許せない。花子、藤原家に火をつけてきて、あの女に思い知らせてやる。はい。さすが、お盾様。見事に当たりましたね。水木は本当に容赦ないですね。こいつを、教場に連れて行って、水木に手紙を届けて、金を持って逃げたって伝えて。先に火を消しに行きましょうか。屋敷の中にはまだ高価なものがたくさん残ってますよ。必要ない。そのまま燃やしておけ。これで、山本家庭の弱みが私の手にはいる中のものについては、後で必ず10倍で償わせる。たまこ、やっと戻ってきたのね。長い毎晩夢に見てたの。お母様、泣かないで。これからよくそばにいますから。私は父親だ。今は何て名乗っている？父様姓は藤原、綾乃です。藤原な、恩だね。それなら、いろいろ助かるな。父様、この名前についてどうお考えですか？綾乃よ玉子よりずっと堂々としているな。ずっとこの名前で呼ばれてきたし、このままでいい。ありがとうございます、祖父様。こんなに久しぶりだから、もうみんなのこと覚えてないでしょ？じゃあ、みんなを紹介するね。この方はあなたと同じ母から生まれたお兄さんで藤原栄よ。こちらがあなたのお兄さんの奥さんで藤原翔子よ。姉女、ご挨拶申し上げます。2番目のお兄さんよ。藤原五木名の貴派小林夫人のコナの隣にいるのは、2番目のお兄さんの奥さんよ。藤原雅子よ。兄、嫁、ご挨拶いたします。みんな、顔合わせも済んだし、そろそろ下がってくれ。綾乃と2人で話がある。下がってくれ。綾乃、座って話そう。ありがとうございます、祖父様。祖父様、私に何を話したいのかな？綾乃、当時のことだが、行方不明になった後、何があったか、どれくらい覚えている？教えてくれ。行方不明になって、目が覚めたら、その後は何も覚えていません。やはりそうか。最初から分かっていたよ。綾乃は小さい頃から本当に賢かった。3歳で文字を覚え、5歳で立派な言葉を話していたのに、ありえない。無理由で行方不明になるなんて。祖父様のお考えは、私が行方不明になったのは偶然じゃなかったということですか？そうだ。私は、意識を持ったまま、この世界に生まれ変わった。一体誰が、大人の頭脳を持つ私をさらうことができたのか。祖父様、誰がやったのか分かりましたか？一体誰の仕業なんでしょうか？調査したが手がかりは全くなかった。でも、私ははっきり言える。あの時の犯人は、私が綾乃を育てて、その道に進ませるのを邪魔するために動いたんだ。祖父様、これからどうされるんですか？君は幼い頃から普通の子供とは違っていた。だから女であっても、わしは君を朝廷で働かせて官職に就かせようと考えたんだ。朝廷で官職に就くこと、藤原家主が選んだ道は、まさか私と同じだったなんて。でも、今は君がいなくなってからもう10年も。たった今の私は、もう君がこの道を進めるかどうか、わしにもわからなくなったんだ。祖父の懸念、理解してる。では、しばらく様子を見て判断しよう。さて、君の結婚についてはなそうか。どうして小野雄馬が山本家庭の四女と結婚するときに彼女の素性を調べようと思ったんだ？まさか祖父も知ってたの？君は本当にわしが手を貸さなかったら簡単に佐藤優子の居場所を突き止められるとでも思ったのか？
つまり、藤原家主は、ずっと陰で見ていたんだ。ってことは、私を試してたのか。自分で育てた犬でも、もし噛みついてくるなら、育てたからって情けはかけない。考えるのはどうやって一撃で仕留めるか、後の厄介も残さない。小野雄馬は裏切り者だ。あいつをやっつける。方法ならいくらでもある。ただ、あいつの後ろには山本家がついてる。この件はいろんな角度から考えないと。でも、あの時、君はもう自分が藤原か聖子を女だと知っていたはずだ。どうしてわしに任せてくれなかったんだ？まずは復讐なら自分の手でやらないと気が済まないから。あともう一つ。今日城に戻るって決めたからには、これから権力者たちと駆け引きすることになるよね。その時、山本家の弱みを握れれば、むしろこっちがうまく使える。私の武器になるんだ。でも、どうして山本家の四女に何か裏があるって決めつけたんだ？小野雄馬は貧しい家の、首席合格者で権力者からすれば、ただの浮草みたいな存在だ。でも、山本家は彼に女を急いで嫁がせた。どうも何か裏がありそうだ。権力者からすれば、女は政略結婚の道具なんだよ。知っているかい？女だけじゃなくて、離縁された。女も政略結婚もできるんだよ。祖父が私を試そうとしているのは、きっと私が藤原家に縁組以上の価値をもたらせると、N を持っているからよね。さて、これからどうするつもりなんだ？小野雄馬と山本美月との因縁をみんなに公表するつもりよ。これで、離縁のことももう隠せないな。なぜ隠すの？もし避けたりしたら他の人は私の弱点だとみなすわ。でも、私が少しも気にしなければ、そんな噂は私には全然聞かないわ。ははは。いいぞ、藤原家主として。やっぱり、見込んだ通りだ。綾の好きにやってみなさい。祖父に見せてごらん。君が一体どこまで。やれるのか。ユーバって本当に冷酷すぎるわ。なんであなたにこんなひどいことができるの？お母さん、心配しなくていいよ。絶対にあいつを許さないから。もし離縁のことが広まったら、これから結婚できるの？お母さん、心配しなくていいよ。私の結婚のことなら祖父がちゃんと考えてくれてるから。祖父のことは私にはどうにもできないけど、もし本当に辛いことやり不尽なことがあったら、絶対に一人で抱え込まないでね。藤原家が守ってくれなくても、母方の松本家は絶対に黙って見過ごしたりしないから。お母さんに守られてるって感じると、本当に嬉しいわ。話せ、山本美月が、お前に火をつけるよう命じたのか？話す気はないのか？じゃあ、この18種類の拷問、道具を全部一つずつ試してやるよ。やめて！お願いだ！言うから！山本美月の指示で来ました。火をつけろって言われたんです。夏子、やれ。言うから！お前、私が知りたいのはそれだけだと思ってるのか？それだけじゃないぞ。何を知りたいんですか？私は知りたい。山本家庭にはどんな秘密があるのか。本当は、雲女様にお嬢様のことを見張りを言われたんです。なぜそんなことをしたの？お嬢様が無理やり四女様を久保家に嫁がせたせいで、四女様は根に持ってわざとやり返したんです。山本家主について、話せご妃様のことも話せ。言います。山本家主は、玉町通りに愛人がいます。ご妃様は、宮中にはいる前に、隠し子がいたんです。もう全部話しました。もうありません。藤原家主様、お嬢様が山田四郎に拷問を加えて、彼の口から無理やり山本家庭の秘密を聞き出しました。
賢いな、冷静だ。判断が早い。どうして、よりにもよって女の子なんだろうな。もしかしたら、天が藤原家主様を試しているのかもしれません。兄と父親は何を話しているんだろう。藤原家主様と嫡男様は相変わらずです。この二人はまともなこともせず、女遊びばかりの役立たずだ。藤原家庭をこの二人に任せたらご先祖様に、どんな顔向けができるんだ。私の目からすると、お嬢様は他の後継ぎと比べても遜色ないと思います。もしかしたら、転機が訪れるかもしれませんね。もし、彼女が男だったら、藤原家にもちゃんと後継ぎができたのに。でも、女なのが惜しいな仕方ないな。今回は彼女がどう動くか見てみよう。夏子、告示、全部、貼った？もう全部貼っておきました。今日白の隅々まで、宮殿の門の前にも、そこにも、こっそり何枚か貼ってきました。明日の朝には、きっと小野優馬と山本瑞希の秋分が今日城中に広まります。面白いことが、いよいよ始まる。本当に、楽しみね。ろくなし、綾野、絶対に、殺してやる。このバカじゃめ、今や途中。お前の節操のなさは広まってるぞ。嫁に、行く前から役者とこっそり付き合うなんて。旦那様、瑞希は、子供なのよ。小野優馬瑞希をお前に嫁がせるって約束した時、その時、お前はどう言った？白主様、綾野は、僕にすごく尽くしてくれた、です。もし瑞希がどうしても離縁状を出して、しかも火までつけたりしなければ、こんなことにはならなかったと思います。ここまでこじれたのは、瑞希のせいです。よく、そんなこと、言えるわね。どうせ、あんたは、綾野のことが忘れられないでしょ。もういい。ここまで来た。以上はっきり言わせてもらう。お前、もう分かってるはずだ。瑞希が本当に悪いのかどうか。お前が彼女を嫁にもらうなんて、まだ早い。綾野はお前の元妻だろう。だったら、この件はお前が責任を取れ。この件をちゃんと片付けられなかったら、結婚の話はもう終わりだ。白主様、ご心配。楽すぐに彼女に警告します。今日、城から追い払います。事実もきちんと説明します。綾野、離縁したんだから。名前でいいわ。藤原綾野、離縁状も賠償金も受け取ったのに、なんでわざわざこんな大事にする必要ある？素直にやられるべきなの？あなたたちに焼かれても文句言えないってこと？違うよ。瑞希はまだ子供で、わからない。んだ、今回だけは、許してやって。悪かったね。つい手が滑っちゃった。私も今回だけは許してもらえるよね。もう言うな。あの女がありがたみもわからないなら、もう遠慮する必要ない。もう容赦しない。綾野、言っておくけど、今すぐ、山本家庭の前に行ってひざまずいて、罪を認めて、謝れさもないと生きて、表情を出られると思うな。綾野瑞希とは身分が全然違うんだ。無理して苦労することないよ。私が従わなかったら？じゃあ、その場で殺してやる。そして、自白書を書いて。もし、今日の私が誰にも頼れないただの一般人だったら、きっとあなたたちに殺されていたでしょうね。残念だけど、私はそうじゃないよ。どういうこと？うちのお嬢様は藤原家のお嬢様で、10年前に姿を消した方なんですよ。いや、ありえない。本当に藤原家のシェイコ女だったら、俺がしてきたこと全部、バカみたいじゃないか。本当に、笑っちゃうわね。綾野、まさか、ユーバを引き止めるために、よくもまあ、こんなみっともない嘘をつくなんてね。藤原家がどれほどの名家か、わかってる？あんたみたいな商人係の女が高値の花に手を出せると思ってるの？無礼！藤原家の正女は、お前たちが侮辱できる相手じゃない。あんた、一体何者なのよ。ここで偉そうなこと言ってんじゃないわ。よ。これをよく見ておけ。これは、藤原家の印だ。お嬢様、藤原家は10年前に確かにサラファ女が行方不明になったんですよね。もしかして本当なのかも。ありえない。絶対、あの女がどこかから盗んできたんだ。私を騙すために。綾野、俺はお前の母親をこの目で見たただの町で商売してる女だった。よくもそんなことで俺を騙そうなんて、夢でも見てろ。明日、俺と一緒に山本家庭へ行くぞ。俺と瑞希の関係をはっきりさせろ。信じるかどうかなんて、それはあなたたちの問題よ。私に説明しろって。
絶対にしないよ。何様のつもりだ。うちのお嬢様を止められると思うな。彼女のそばにこんな強い護衛がいるなんて。憎たらしい綾乃。何度も私に挑戦して、山本かなんて。まったく、バカにしてる。花子、帰って父に伝えなさい。彼女を殺せって。お盾様、何を書いてるの？訴状だ。あの不倫カップルを訴えるつもりですか？私は官職を目指している。この件は長引かせたくない。早く辺をつけるべきだ。協調で早くしっかりと立場を築く。でも、今となっては、お嬢様は藤原家のお嬢様ですし、もし本当に裁判沙汰になったら、藤原家嫡男様がきっと許してくれないでしょう。あいつの意見なんて、どうでもいい。父さんがもっと大きな役目を担えたなら、藤原家がこんなに落ちぶれることはなかった。祖父も私に希望を押し付けることはなかったのに。夏子、藤原家の名で、この訴状を司法庁に提出してきて。はい。入廷せよ藤原、綾野、小野、優馬、山本、水木、入廷せよ。大人を連れてまいりました。この件は山本家と藤原家が絡んでいる。もしかして、偉い人が興味を持っているのかな？あれは、まさか今年の首席合格者じゃないか。なんで法廷にいるんだ？知らないの？首席合格者が名家に取り入ろうとして最初の妻を捨てた。だって、小野優馬、お前、正気か？法廷まで来るなんて、山本家に睨まれても平気なのか？大人、渡名は藤原家名、女藤原、綾乃です。首席合格者、小野優馬を、恩知らずとして、山本家四女、山本水木をめとるため、元妻を捨てた罪で、元妻を焼き殺した。綾乃、この場で、そんなこと勝手に言っていいの？所詮田舎の商売女でしょ。藤原家のお嬢様になりすますなんて、よくそんなことできる。わね。藤原家庭さんにちまえに、司法庁に出向き、自ら身分証を提出した藤原綾乃は昔、行方不明になった藤原家の名、女です。なんで、こんなことになるの？彼女の身分が私より上だなんて。綾乃、いつから自分の本当の身分を知ってたんだ？あなたが山本町を連れてきたその前から私は自分の身分を知っていた。もう知ってたのに、なんで俺に言ってくれなかったんだ？本当は言うつもりだった。でも、あなたが戻ってきた時、最初の一言が離縁を言い出したから。もっと早く教えてくれたら、水木と一緒になることなんてなかったのに。小野優馬、何それ？どういうつもり？今になって後悔してるわけ？首席合格者さん、目先の利益に目がくらんで、大切なものを失ったな。ジョーの深い本妻を捨てて悪い噂の女に乗り換えるなんて、ほんとバカだな。黙れ！そんなの、嘘よ！正式に、藤原綾乃、あなたは、小野優馬と山本水木が放火や暴力、行為をしたと主張しているが、その証拠はあるのか？もう仕上げます。大人。私は、証人がいます。証人を呼べ！山田四郎は、もう銀を受け取って逃げたはずなのに、なんであの女の手に捕まったの？大人こちらは山田四郎と申します。山本家の家来です。あの夜彼が私の家に忍び込み、N 火を放ったのです。山田四郎、自分の罪がわかるか？俺が認めます。火は俺が放った。大人、山田四郎は、確かにうちの家来ですけど、でも、誰が本当に綾乃に買収されてないって言い切れるんですか？この証言、全く信用できません。山本水木、よくそんなこと言えるね。むちゃくちゃだね。山田四郎の道切りはまだ山本家庭にある。それに、あの時私は遠くにいて、まだ藤原家庭に戻っていなかった。どうやって簡単に山本家庭の下僕を買収できるの？商売人でしょ？お金、ある。だから、そりゃ簡単に、うちの使用人くらい買収できるでしょ？もし私が本当に彼を簡単に買収できるなら、あなたに危害を加えさせるはずでしょう。なのに、わざわざ自分の家に火をつけて焼くなんて、それじゃ、私がバカみたいじゃないですか？自分で自分を傷つけるなんて。藤原綾乃、元だ、な。このまま騒ぎが続いたら、山本家主も、もう味方してくれないかも。綾乃、俺たち、夫婦だった、じゃないか。君も別に、大きな被害はなかったろ。なんで、こんな大事にするんだよ。大野言うば気軽に言うけど、焼かれたのは君の家じゃない。だから君は何とも思わないんだろ？
もし何か損したなら、俺が払うよ。弁償するってことか。君は貧しい身分だろ。表情での試験に行く旅費まで全部私が出したんだよ。どうやって弁償するつもり？しかも、今日だけで5万両も損したのよ。君にそんな金払えるの？5万両も？ただのボロカじゃないか。1000両がせいぜいだろ。いきなり5万両要求するなんて、さすがにやりすぎだろ。小野優馬、あなたは知っている？今日あなたが起こした火事で焼けたのは私の家だけじゃない。これから売る予定だった商品も N 失われたのよ。布売りに過ぎないのに、ボロ布が5万両なんてありえないでしょう。ご報告いたします。こちらが藤原家の帳簿です。うちの商品は全部南州刺繍です。一品ごとに数百両の価値があります。帳簿には南州刺繍工房の印が押されています。もし信じられないなら調べていただいても構いません。印鑑に間違いはありません。この内容で計算すれば確かに5万両前後の価値があります。藤原綾乃、君、南州、刺繍を売れる、なんて、本当に驚いたよ。私は安い布を売るところから始めて10年も頑張ってきたの。やっとここまで来られたのよ。あなたは私のことなんて気にしたこともなかったから。だから何も知らないのも当然よ。綾乃がこんなにやり手だと知ってたら、わざわざ山本家庭に頭を下げに行く必要なんてなかった。この金さえあれば、一気に成功できたのに。進化合格したのに、これはさすがにありえないよ。夫婦で3年、もう一緒にいたのに、奥さんが何の商売してるか全然知らない、なんてさ。本妻を利用し終わったら捨てるなんて、本当に良心ないよ。恩知らずの最低野郎だな。綾乃、誰も死んでないし、どうか、許してくれ。昔、ユーバの頭の良さを信じて、それで結婚したのに、まさか、こんなに偽りで冷たい人だったなんて。法に触れた者は法に従い処分すべきです。お役様、証拠は揃っております。どうか、公正なご判断をお願いいたします。こっちは藤原家庭。こっちは山本家主。この案件は難しいな。よろしい。よく言った。法を犯せば、必ず罰を受ける。殿下、はい、越いたします。私はこう思う。藤原様のご意見はもっともだ。司法長官判決を言い渡せ。桂宮殿下が味方してくれたから、これでこの件はほぼ勝ちだ。小野、優馬、山本瑞希、恋の放火と、傷害の罪、証拠は明白だ。待て。泉宮殿下、まさかお越しになるとは。六弟がここにいるって聞いて、俺も賑やかそうだから来てみたんだ。でもまさか、こんなに騒がしくなるとは。兄上、私はただ、綾乃とちょっとふざけただけなのに、まさか本気にしちゃうなんて。お願い、綾乃にちょっと言ってあげて。誤解だったなら、俺の顔に免じて、この場は水に流してやろう。それで、終わりにしようぜ。藤原様が求める賠償は、俺がちゃんと部下に持っていかせる。綾乃、もうこの辺りでやめておけ。そろそろ、いいだろ。泉宮殿下は、山本家から宮中に嫁いだご妃様の息子なんだ。泉宮殿下が水木の味方だから、今日のことはうまくいきそうにないな。泉宮殿下、放火して、人を傷つける、なんて簡単なことじゃありません。このまま、や、むやにしたら、正義が通らなくなります。こんな小さなことでこんなに大騒ぎしてみっともない。泉宮殿下。俺はそうは思わない。この件は、決して些細なことじゃない。桂宮殿下が味方してくれてる。雅本気で、私に逆らうつもりか？三郎、そこまで言わなくても、ただ、藤原家当主も、山本家主も重臣ですし、この件は色々と絡んでいます。天皇陛下にご判断いただくのが、それが最も公正でしょう。藤原様、いかがでしょうか？桂宮殿下のおっしゃる通りです。藤原家の娘です。これから屋敷に戻ります。祖父と相談いたします。このクソ系雅どう見ても、この件で俺を陥れようとして。これにて失礼いたします。10年ぶりに会ったけど、やっぱり冷静で理知的だな。綾乃、普通にしていたのに、急に山本家を訴えるなんて。父様が事情の本当を知っていれば何もなかったのに、なんて言わないはずです。綾の旦那さんを取られたのは、そりゃ辛いよな。でも、相手は山本家だし、しかもご妃様がついてるんだ。余計な揉め事は避けた方がいいってことね。兄さんの考えは、私に黙って我慢しろってこと？
お前のためを思って言ってるんだ、イエンってさ、こんなことが広まったら、やっぱり世間体が悪いし、ここは穏便に済ませた方がいいよ。少し時間を置いて、父さんと俺で、また新しい旦那さんを見つけてあげるよ。お前の後半生が安心できるようにするから。このことは、私が祖父と話し合います。もし兄さんや父さんが異議があるなら、祖父に聞いてみてください。夏子、行こう。父さん、綾乃はさすがに勝手すぎるよ。祖父を盾にして父さんに強く出るなんてどう？見ても俺たちなんて眼中にないんだな。もし祖父が味方していなければ、綾乃もあんな風にはならなかったはずだ。おそらく祖父はまだ諦めていないだろう。父さん、つまり祖父はまだ藤原家庭を綾乃に譲るつもりなんですか？綾乃は早く嫁がせるしかない。君が言っているのは今日、桂宮殿下と泉宮殿下が沿って大やけど王に現れたということか。そうです。桂宮殿下は私の味方をしようとしたけど、残念ながら泉宮殿下に止められちゃった。泉宮殿下はご妃様のお子さんで、王子たちの中で一番年上なんだ。桂宮殿下は王子の中では後ろの方だけど、前皇后の正当な子なんだ。7人は年長、もう1人は正当な子で、朝廷ではすでに2つの派閥に分かれていて、どちらにも言い分がある。じゃあ、おじい様はどっちの派なの？どちらでもない。私は軍権を退いて、久しいが軍の中では、まだ多少の影響力が残っている。ここ数年、陛下は藤原家を警戒して、朝廷では藤原家への締め付けがずっと続いている。お前の父さんは昔、誰かに陥れられて、朝廷から引退せざるを得なくなった。私が軽々しく立場を明らかにすれば、藤原家はもっと早く没落してしまうだけだ。桂宮殿下だってどんな方なんですか？あの方は若い時から軍に入っていた決断が早くて雷のような威圧感がある朝廷に戻ってからも雷のような強い手腕を見せている私生活については今のところ特に悪い噂はない。きっとこれからはおじい様も桂宮殿下につくしかなくなるね。どうしてそう思うの？山本家がきっかけで水木を夕馬と婚約させたことで、その瞬間からおじい様が私を家族として認めてくれた時から、藤原家と山本家はもう対立する立場になったの。山本家の背後にいるのは泉宮殿下だよ。自分の考えが狭かったな。ただの家族同士の揉め事だと思ってたけど、裏まで考えなかった。まさか後継ぎ争いまで絡んでるなんて。桂宮殿下が今日大焼堂に現れたのは偶然じゃなくて藤原家を試して取り込もうとしたんだと思う。もし桂宮殿下がうまくいけばおじい様なら藤原家を守り抜くのもすぐ手に入る。お前ってやつは本当に度胸がある。なあ、何でも考えちゃうんだ。なあ。臆病者は飢え死にして、大胆者は食べ過ぎで死ぬんだよ。もし明日陛下に呼ばれたらおじい様はこうしてもいいですよ。藤原家当主最近、お体の具合はいかがですか？陛下のお気遣い、感謝いたします。この老骨ですが、まだ持ちこたえております。昨日の大焼堂の件について、陳は六郎からすでに聞いている。この方が藤原家で、やっと戻ってきた若い娘さんですね。藤原綾乃陛下に拝謁いたします。陛下、実はご存じないことがございます。私の孫娘は幼い頃から聡明できてんだ聞きましたですが、貧の人生を歩んでおります。10年前に連れ去られ、あちこちをさまよい続けくる市民抜いてきました。成人してからも無理やり連鎖せられ、屋敷も焼かれました。彼女は弱い身でありながら、こんなひどい仕打ちを受けるなんて、本当に胸が痛みます。陛下、どうかお取り計らいを。藤原家の当主って、いつも厳格で真面目な人なのに、なんで急に感情に訴えかけてきたんだ？藤原家、当主、心配はいらぬ、今回。山本家主をしんがりに呼んだのは、真相を明らかにするためだ。陛下、ご明察ください。本当に存じませんでした。藤原綾乃が藤原家の長年行方不明だった孫娘だとは知りませんでした。白公のお考えは私がただのみんなら山本家が好き勝手に扱ってもいいということですか？陛下、私の管理が行き届いておりませんでした。どうかご裁断をお願いいたします。陛下、私の監督が至らず、どうかご処罰をお願いいたします。
どうか、お裁きを。ごひ、その言葉はどういう意味だ？陛下家族が道を外れ、私のしつけが至らなかったせいです。今日のことも、私も責任を取ります。藤原家当主お加減はいかがですか？G を呼びましょうか？ご心配なく、昔からの病気ですから。ただ、心配なのは、いつか自分がいなくなった時に、この子がどうやって生きていけばいいのかという。お職様、そんなに心配しないで。私は陛下を信じています。きっと真実を見抜いて私のために公正な判断をしてくれるはずです。私が彼女のために必ず取りは払う。甘い苦肉の策ね。ずる賢い。ほんと、暇がない。藤原綾乃、この件で一番辛い思いをしているのは君だ。君の考えを聞かせてほしい。もう仕上げたいことがございます。どうか、陛下、お許しください。大胆な発言をお許しください。遠慮せず、申してよい。この数日ずっと、一つのことを考えていました。先の王朝は、なぜ二代で滅びたのでしょうか。ブレイナー！前王朝の事柄は、女子が口出しするものではない。綾乃数名、一緒に勉強したからって、陛下の前で偉そうに国政を語るな。ほんと、バカじゃないの？陛下の前でよくも前王朝の滅亡なんて話すわね。自分で墓穴掘ってるわ。話を続けなさい。前代王朝の建国当初は権力が絶大でした。しかし、たった2代で滅びてしまいました。私の考えでは、その根本的な理由は、君主が悪賢いものを信じて人生を誤ったことだと思います。続け、よ。管理は貧困を重視すべきです。もし自分の私利、私欲のためにどんな手でも使うようになれば、いずれは朝廷を乱すことになるでしょう。もし陛下が綾乃の話を聞き入れたら、泉宮と山本家には大きな打撃になる。陛下、私の監督が行き届かず、どうかお裁きを賜りますよ。陛下、この教育が行き届かず、父の責任です。この教育が行き届かず、父の責任です。この教育が行き届かず、父の責任です。すべて私の責任です。私も共に行います。陛下、恐れながら、この教育は父の責任と言われますが、私は少し違う考えを持っています。よし、話してみ、よ。私は思いますが、子供のしつけや育ちは家庭の環境によって知らず知らず身につくものです。家族の長が悪事を働けば、子孫も見て聞いて、知らず知らず染まってしまいます。だから、管理を選ぶときは、家族の特攻調査がとても大事なんです。では、そなたは、どうすべきだと考える？官職に就く者は家族三代の中に重罪を犯した者がいれば、その子孫は朝廷で官職に就くことを禁じるべきです。根本から正さなければ、朝廷は清らかに保てません。綾乃、なんて、ひどいことを、俺を追い詰めるつもりか。女性の身でありながら、大臣たちにも引けを取らぬ見識だ立ちなさい。陛下、ありがとうございます。小野雄馬、貧困が良くない。今日より、主席合格者の称号を剥奪する。官職を免ずる。三代にわたり、科挙を受験できない。終わりだ。これで、本当に、終わりだ。山本水木従者をそそのかして放火などの悪事を働いた。大災害には至らなかったが、心根が悪い。30回の杖計算に稚語、市中で晒し者にする。この親子じゃ、黙れ！山本、家主、しっかりとしつけけていなかった2年間、俸禄を取り上げる頼者への見せしめとする。山本五妃については、舅と母として、監督が行き届いていなかったに、ヶ月間、禁足処分とする。ごん、心より感謝申し上げます。藤原綾乃、私の処置について満足しているか？陛下は聡明でございます。ただ、私の邸宅は今回、跡形もなく焼け落ちてしまいました。藤原様、ご心配なく必ず、全部弁償します。三代にわたって科挙を受けさせないなんて、本当に容赦ないな。まさか、現代の公務員試験のごく普通のルールが古代の人たちをちょっとびっくりさせるなんてね。祖父様、私もたまたま昔、古書でこのやり方を見かけただけです。これで完全に小野雄馬の出世の道は断たれたな。だからこそ、これから私たちが直面するのは山本家主からの報復と泉宮からの報復もある。お父様、3日後には、もし私が町中で杖刑を受けてさらされたら、
山本家の名誉も、ご子様の顔も、みんなに踏みにじられてしまいます。お父様。よくそんなことが言えるな。お前がもう少し考えていればこんなことにならなかっただろう。小野優馬と藤原綾乃はもう離縁しているのに、なぜまだ彼女を殺そうとしたんだ。全部綾乃のせいよ。綾乃が佐藤優子をそそのかして、私の恥をばらして、面目丸つぶれにされたんだから、こんなの我慢できるわけないでしょう。このバカ！やるなら、もっと徹底的にやれよ。焼き殺せなかったのはまだいい。結局捕まってしまったじゃないか。もうごまかすこともできないだろうが、この件は早く片付けるべきだ。末慶の後すぐに、小野優馬と結婚しろ。ダメです。お父様、私は彼と結婚できません。もし彼と結婚したら、私の子孫まで未来がなくなってしまいます。選べると思ってるのか。いえ、で、男と密かに関係を持って、みんなの前で 2K まで受けて、彼と結婚しないなら、大概に誰と結婚できるんだ。俺は藤原家のお婿になるはずだったのに、人生を逆転できるはずだった。なのに、こんな女と結婚しなきゃならないなんて。これじゃもう、はい、上がる見込みもない。絶対に許せない。綾乃様、俺が悪かった。本当に間違えた、綾乃様。前にも言ったはず。もう綾乃様と呼ぶ資格はない。なんでもっと早く君の本当の身分を教えてくれなかったんだよ。もし私が早く本当のことを教えていたら、あなたは自分の醜い報酬をさらけ出すこともなかったでしょうね。もっと早く分かっていればよかった。駆け引きでは、俺は君にはかなわない。言いたいことは、はっきり言って、回りくどいのは嫌いだ。俺は君を裏切った復讐するつもりなんだろ。それは認めよう。でも、どうしてそこまでひどいことをするんだ。三代も管理にならないなんて、俺を一生の底に沈めるつもりだ。もう二度と這い上がれないのか。覚えているの？私に結婚を申し込んだ時の誓いをあなたが言った。もしいつか私を裏切ったら、あなたとご家族は代々下僕として生きるって。今は三代だけ管理になれないようにしただけよ。管理になれないのは三代だけよ。これでも手加減したのよ。俺たち、幼馴染だ。いいよね。ずっと一緒に育ってきた。昔のことを思い出して。お願いだから、今回だけは許して。山本家との婚約を承諾した時、私がどうなるか、少しでも考えた？山本魔女を連れて、私の前に現れて、みんなの前で離縁状を書いた時、私に少しでも情けをかける気があった？ 10 年も必死に勉強してきたんだ。ただ、出世して偉くなりたかっただけなんだ。あの時は自分でも、なんであんなことしたのかわからない。綾乃、俺が悪かった。本当に悪かった。お願いだから、今回だけは許して。ありえない。綾乃、絶対に誓う。いつか必ず、今日の仕打ちを公開させてやる。この先、どうやって対応するつもりなんだ？山本家主は、小野優馬に命をかけて、朝廷に送り込める腹心を育てたかったのよ今や。その道は私が断ち切ったわ。山本家庭は絶対に引き下がらないわ。きっとまた動いてくるはず。必要なら、声をもう少し増やそうか？今は陛下の前で顔を見せたばかりだから、直接私に手を出す勇気はないはずよ。君はどう考えているんだ？父さんと兄さんが藤原家庭の一番狙われやすいところなの。もし復讐するならここを狙えばいい。ここを攻めればいい。おじいさま、負けました。ね。泉宮殿下、以前から賢人を集めていると伺っております。いかがでしょう？お取り立ていただけませんか？もしまだ主席合格者だったら、陳が配下にしてやってもよかったが。でも、今はお前にはふさわしくない。その通りです。今は本当に何もありません。もし宮様が私を受け入れてくださるなら、私は宮様の一番従順な犬になります。犬になるか。それは面白いな。今はもう官職にはつけませんが、長年学んだ知識で、宮様のお力になれます。いつか即位される時には、ちょっとした役職をいただければ、それだけで十分です。ははははは。その言葉、気に入ったぞ。じゃあ、これからは、俺のそばにいろ。感謝いたします。殿下、常におそばにおります。小野優馬は、自ら泉宮に身を寄せ、奴隷でも犬でもなるつもりだと。そうです。二人は密かに藤原家庭への復讐を企んでいます。このこと、藤原様にご報告した方がよろしいでしょうか。お前、意外と優しいな。宮様、いつも公共のことには無関心なのに、今回は珍しく藤原様の味方をされましたね。私も宮様が藤原様に特別なご配慮をされているのを見て、だからこそ、こう提案しました。さあ、早く逃げよう。もう、間に合わない。先に行って、藤原家庭に人を呼んで助けてもらって。
一人逃げた。あの時、俺が倒れていなければ、彼女は10年もあんなに苦労しなくて済んだのに、結局、俺は彼女に償いきれない。新原セロ、藤原かといの人間を。かしこまりました。綾乃、明日は山本家庭に行くつもりなの？四女が罰を受けるのを見るの？もちろん、行くは彼女が私にしたことは、必ず取り返す。辛い思いをしたわね。でも、よくやったわ。やることが見事だったわ。あんたの父さんや兄さんみたいに役立たずじゃなくてよかったわ。何かあっても、ただ黙って耐えるだけ。人に頭を押さえつけられて、もう仕方ないわ。お母様、父と兄のこと、少し話してもらえますか？あなたの父さんは、若い頃情熱に溢れていたのよ。でも、残念ながら、人に陥れられて左遷されてからは、気力をすっかり失って立ち直れなくなったのよ。お兄ちゃんはね、小さい頃からだらしなくて、勉強も武術も全然やる気がなかったのよ。大きくなってからは、夜の街ばかりうろついてたのよ。じゃあ、側室と次男のことは？側室は控えめで争いもせず、騒ぎ立てることもないのよ。次男はね、兄と同じ。火に生まれたけど、小さい頃からずっと体が弱くて、ちょっと歩いただけで咳き込んでしまうのよ。兄と次男が同じ日に生まれたなんて、そんなことってある？天命により、天皇陛下の命のり山本家庭の四女、水木家来に放火を指示した罪で大事にはならなかったが、心根が悪いので、杖で30回打つ今日、町で晒し者にする以上、天皇陛下の命令である。綾乃のせいで、こんな屈辱を味わうなんて、絶対に許さない。必ずや地で報いさせる。お嬢様、これでやっとスッキリしました。ね。彼女にとっては、こういう精神的な苦しみの方が肉体的な痛みよりも、ずっと耐え難いのよ。夕場と結婚しても。これからの暮らしは、結局はドタバタした日々になるだけよ。藤原様。桂宮殿か。今日は藤原様にお越しいただいたのは、お伝えしたいことがありまして。何のよ？小野雄馬は、泉宮につき彼の参謀になった。彼らは、南州、密売しを、事件を利用して、藤原家庭を狙っている。ゆうば、まだ悪巧みを捨ててない、なんて。こちら、宮殿下、ご注目、ありがとうございます。お安いご用です。お礼は結構です。桂宮殿下、どうして急に好意を示してきたの？藤原家庭の勢力を後ろ盾にしたいの？桂宮殿下、今回助けてくださったのは、綾乃のソフト手を組みたいからですか？違います。手を組みたいのは、ご家族ではなく、藤原。私。藤原様のことを初めて会った時から心を奪われました。これから先、ずっと藤原様だけを妻にしたいんです。桂宮殿下、それは少し早まっていませんか？私たちほとんど面識もありませんし、それに私は一度離縁しています。私の評判もあまり良くありませんし。離縁したことは気にしません。突然のことや、私。藤原様、急いで断らなくても大丈夫です。これからも時間はたっぷりありますから。お立様、桂宮殿下は急に告白してきたのはどうしてなんですか？桂宮殿下は皇太子に一番ふさわしいと言われてるけど、でも前皇后は早くに亡くなって母方の家もあまり力がないし、何度も手を貸してくれたのは多分藤原家庭の力を頼って桂宮殿下を後押ししたいんだと思う。お立様、答えるつもりなんですか？もし宮妃になったら、この人生は役人にはなれなくなる。納得できない。もしかして桂宮殿下が綾乃をめとりたいと？その通りです。桂宮殿下の本当の狙いはわかりませんが、でも、こうなると私が朝廷に仕えることはもう先延ばしできません。朝廷に女官はほとんどいないが、でも前例がないわけじゃない。以前、陛下の前で良い印象を残した私と君の外祖父が2人で、推薦すれば可能性はあるかもしれない。祖父様、ごめん、道具をおかけしますが、よろしくお願いします。
それと、桂宮殿下が言っていた通り、泉宮と山本家庭はもう動き始めている。南州密売使用事件を使って、藤原家庭にて追い出そうとしている。でも、藤原家庭の者は密売使用に関わったことなんてない。今までなかったからって、これからもないとは限らない。父と兄を見張らせていたら、花魁を囲っていたのを見つけたんです。その花魁のママさんが、泉宮の手の者でした。君の言いたいことは何なんだ？父と兄が誰かに仕組まれて、出資書類に署名してしまったんです。その書類が密売使用の帳簿だったんです。なんてことだ。どうしてそんな愚かなことを。密売しようなんて死罪になるぞ。祖父様、落ち着いてください。まだ手遅れにはなっていません。それでどうやってこの状況を乗り切るつもりなんだ？できるだけ財務省に入って調査を利用してこの件を調べる。それと祖父様お願いがあります。父と兄をしっかり見張ってください。情報が外に出ないように。よし、君の考えに従おう。座りなさい。松本家主の顔ってなんでこんなに見覚えがあるんだろう。藤原、これが私の賢くてしっかりした孫だよね。祖父様、ごきげんよう。いい子だな。今まで辛い思いをさせてしまったな。渡辺、昔、私たちは相談した。ような、綾野が優れていたら、朝廷に仕官させることにしようって。この子が戻ってきた。そろそろ約束を果たす時だ。な。綾野、これは簡単なことじゃない。ちゃんと考えたのか？祖父様、今日城に来て、すぐ山本家主と泉宮を怒らせてしまいました。もし後ろ盾がなければ、この先私や私の周りの人たちがきっと泉宮に狙われることになるでしょう。綾野の考えは、私も同じだ。いいよ。引き受けるよ。明日へかに申し上げて、綾野のためにお願いするよ。祖父様、ご支援いただき感謝します。藤原家主、藤原家嫡男と栄が何を間違えたんでしょうか？どうして急に彼らを牢屋に入れたんですか？藤原家主、藤原家嫡男。たった一人の嫡男なのに、なぜそこまで厳しくされるんですか？黙りなさい！まだ、あの親子のためにかばうつもりか？お前たち、わかっているのか？あの親子は毎日遊女遊びばかりしてるだけならまだしも、同じ花魁を囲ってるなんて全く、家の恥だ。栄はまだ若いですし、若いからつい無茶もしてしまいます。やり直すチャンスをあげてもいいんじゃないでしょうか。騎士さん、そんなに心配しないで。祖父様のこの決断は、きっと兄さんに反省してもらうためと思います。外祖父が見覚えある理由。やっとわかった。外祖父って藤原樹に本当にそっくりなんだ。鈴木王子、ちょっとよく思い出して兄さんと時系が生まれた日、どんな様子だった？あの年、藤原家夫人と小林夫人が続けて妊娠されたとはいえ、小林夫人の方が少し誤だったけど、でも藤原家夫人が出産したばかりの時に小林夫人もすぐ誤に生まれたんだ。つまり2人はほとんど同じ時に前後して男の子を産んだのか、当時の助産婦。まだ見つかる？探せます。今は田舎におります。お嬢様助産婦を探して何をするんですか？今日、母の父に会った。その顔立ちがニヤニと驚くほどそっくりだった。ありえない。私も信じたくない。でも、もし本当なら、藤原家庭の運命はきっと変わってしまうかもしれない。承知しました。すぐに人を手配します。調査いたします。これに決めた店主さん。これ、包んで。
はい、かしこまりました。待ちなさい。水木、また何しに来たの？このかんざし、私がもらうわ。店主さん、この白玉かんざしは、うちのお嬢様がちゃんと先に選んだんですよ。山本様、よろしければ他のアクセサリーもご覧になりませんか？私は、欲しい。男でも、アクセサリーでも、水木、何でも横取りするのね。何よ、それ。水木、この前町中で、棒で撃たれてたけど、もっと強く撃たれてもよかったんじゃない？綾の調子に乗らないで言っとくけど、そんな偉そうな態度、長くは続かないよ。もうすぐ藤原家庭はおしまいよ。あ、お嬢様！知らなかったわ。いつの間に山本家庭のお嬢様が藤原家政、女に偉そうに口出しするようになったのね。誰にも相手にされない。捨てられ女が今だけ。威張ってればいいのよ。山本様、暇なら少しは自分のことに気を配ったらどう？ねえ、気にならないの？佐藤優子って一体何者なのか、どうして山本家庭に入ったのかって。どういう意味？佐藤優子が誰かに仕組まれたって、どういうこと？本当に誰かが仕組んだの？本当に哀れなくらいバカね。今日、白株座の役者が誰かが裏で操ってなきゃ、どこにそんな度胸があるの？お嬢様と関係を持つなんてできるわけないでしょ？お嬢様、もし旦那様や奥様に知られたら、また叱られますよ。私は、ダイヤネが1000、週に出られないようにしただけなのに。なのになんてひどい。佐藤優子を使って、私を台無しにしようとしてるなんて。前にもお嬢様にお話ししましたけど、でも、お嬢様は止められなくて、もう今更何を言っても遅いですよ。やっぱり、男なんて、ろくな奴はいないわ。佐藤優子も、小野優馬も同じ。みんな偽善者で、恥知らずで冷たいのよ。ここまで来てしまった。以上、お嬢様がいくら悔やんでも意味ありませんよ。旦那様は、今は庶民になっても、泉宮様の側で重用されていますよ。もし、泉宮様が王位を継げば、きっと逆転のチャンスがありますよ。そうね。今頼れるのは、小野優馬だけよ。泉宮殿下が即位したら、私の立場は、長姫と同じになるのよ。その時には、欲しい男なんて、全部手に入るわ。綾乃なんて、密売使用事件がバレたら、絶対に死ぬはずよ。綾乃よ陛下がもう認めてくださったお前が朝廷で働くことについてだ。やった陛下、認めてくださったな。ただ、こうもおっしゃった。女子が官職に就くのは特例だから、6省合同試験をまず合格しなければならない。合格すれば官職を授けることになる。祖父様、心配。しないで官職に就くなら、実力でやります。この志があるから、絶対に祖父様をがっかりさせません。よし、志がある。な、田中。おう。はい。明日から近年の科挙と6省合同試験の問題を全部まとめて、綾乃が復習できるように渡しておけ。かしこまりました。やっと、一番難しい一歩を踏み出せた。藤原綾乃が官職に就くの？そうだ。今日の町議で、松本家主が父上に綾乃を推薦したんだ。女子が官職に就くなんて、まるで夢物語だ。陛下がそれを認めたの？父上は最初、ちょっと迷っていたんだ。でも、松本家主が藤原家庭に後継ぎがいないって、理由で必死にお願いして、ずっと頼み続けたんだ。父上は藤原家の昔からの功績を考慮して、流れに乗って6省合同試験を設けることになったんだ。皆様、どうか、藤原綾乃を官職に就かせるなんて、絶対にダメです！どうして、そんなに綾乃を警戒しているの？これは難しいな。明日答えられなかったらどうしよう。きっと先生に怒られるよ。ちょっと、見せて。女のくせに、こんな問題、わかるわけないだろ。この問題は、こう考えるといいよ。まず、監察庁、提案から初めて司法、法典を使って一つずつ反論すれば、先生に認められるかもしれないよ。
彼女の言う通りに答えてみて、結果はどうだったんだ？殿下、あの問題が今年の最終試験の最後の大きな課題でした。最終試験で彼女のアドバイス通りに答えたんです。だからこそ殿下に褒められたんです。そのおかげで首席合格者になりました。まさか、彼女にこんな才能があるなんて。一体何考えてるんだか？こんな素晴らしい奥さんがいるのに、まるでゴミみたいに捨てて、うちのバカな10枚と結婚するなんて。綾乃とは何年か一緒に勉強したんだ。もしかしたら、ただの偶然だったのかも。でも彼女は普通の女性より本当に芯が強いよ。朝廷に入って官職に就いたら、宮様にとって厄介な存在になる。じゃあ、どうするつもり？陛下は藤原か、への配慮だけで試験を認めたんです。宮様が思考官を買収して難しい問題を出させれば十分ですよ。綾乃の評判を地に落としてやろう。そんなの簡単さ。財務省の思考官は私のものだから。さらに、彼女の悪い噂を広めてやって、離縁された後役人になって、名門に再婚しようとしてるって。そうすれば、彼女の評判は地に落ちる。悪くない。なあ。これで、たとえ試験に合格しても、朝廷じゃ居場所なんてない。さあ、密売、死よ。事件が起きたら、陛下もきっと疑い始める。藤原家が彼女を朝廷に送り込んで、何か企んでると思われる。その時には、たとえ藤原家が桂宮と手を組んでも、綾乃を少しも守れないよ。よし！君の言う通りに進めよう。綾乃、お前のせいで、俺の将来はめちゃくちゃだ。恥まで書かされた100倍にして、思い知らせてやれ。桂宮殿下。もし結婚の話できたのなら。藤原様、誤解なさったようですね。あなたが望んでいないことは分かっています。経雅は待ちますよ。桂宮様、思ったより品がある、わね。じゃあ、今日は6省合同試験を取り仕切るために来たの？人事省、時間、山口瑞穂、花田。あの人、怪しいの？山口瑞穂花は、泉宮の手のものだ。これまでの管理推薦試験が出題。される問題が科挙試験とほとんど同じだったんだ。でも、泉宮は君を困らせるために問題に細工をさせたんだよ。これは事前に人に頼んで写し取らせた問題だよ。もし本当に細工されたなら、せいぜい問題を難しくするか、厳しく採点するだけよ。朝堂に入るつもりなら、もちろん、全部受け止める覚悟はできてる。では若、藤原殿が望みを叶えられるよう、先に祝福しておきます。若、藤原、殿ね。そう、よ。いつか、必ず、若藤原、殿になる。わ。宮様、せっかく苦労して手に入れた問題なのに、藤原様が一言で断っちゃいました。これじゃ全部無駄になっちゃったんじゃないですか。ああ、やってきっぱり断れるのが彼女なんだ。やっぱり、俺の見る目は間違ってなかったな。でも、藤原様って本当にすごいですよね。もし試験に合格して女官になったら、陛下は宮様が彼女と結婚するのを許してくれるんでしょうか。父上がどう思うかよりも、俺が大事なのは、彼女がどう思うかだ。これが藤原家庭か。あれが藤原家の聖か女か。見た目は悪くないな。なのに、どうしてわざわざ管理になろうとするんだ？女が管理になるなんて無茶だよ。試験問題を見たら、きっと一文字も書けないだろうね。女が管理になれないなんて、誰が決めたの？学問や知恵なら男ができることは女だってできる。女はすぐ感情に流されるもんだ。政治の仕事なんて複雑だし、君には到底無理だろ？その通りだよ。女は家で、夫や子供の世話をしていれば十分だ。そんな重い責任は背負えないよ。藤原様は口が達者だね。なかなかうまいじゃないか。でも、この後どうなることやら問題もわからないんじゃない？朝廷の笑い物になるぞ。三郎、その言葉は少し偏りすぎでは。覚えているだろうか？我が大和国の初代天皇は誰だったか？そりゃ覚えてるさ。もちろん、初代天皇だ。よ。三郎、女を見下しているけど、初代桂将子は、実は女性だった。んだ、当時を思えば、初代天皇は乱世の中で、鎧を着て軍を率い、敵を撃退し、少しずつ帝王の座に上り詰めた大和国の繁栄を築いた。んだ彼女は六章を開き、百貫を受け入れ徳で、人を従わせ知恵で国を動かした。昔の彼女はできたのに、
今の女性はなぜできないんだ。最近、理学側はやって女性の徳を縛る。風潮が広まったせいで多くの妻女が家のお国と自己められてしまったんだ。でも俺は、思うよの際は性別は問わない。問うべきは本物の実力だけだ。こんな男尊女卑の時代で、桂宮様がそんな進んだ考えを持ってるなんて、もしかして彼もタイムスリップしてきたの？陛下のおなり。陛下に拝謁いたします。陛下に拝謁いたします。頭を上げよ。陛下、感謝いたします。みんなの意見はちゃんと聞いている。女性が役人になるのは確かに普通じゃない。でも、本当に実力があるなら、私も枠にとらわれずに投与をしますよ。陛下のおっしゃる通りです。藤原綾乃、今日は6章合同試験だ。私をがっかりさ、せないでくれよ。はい。座につけ。始めよ。彼らは私めさせようとしてる。恥をかかせようとしてる。私を負けさせたいんだ。でも、私はこの朝廷の場で、私の実力を見せつけてやる。泉、宮、やり方が本当に巧妙ね。こんなひねくれた問題を出して、私が受かるのはそんなに怖いの？前の人生で20年も勉強してきたし、今世でも10年以上学んできたから、こんな問題。私には簡単よ。アキラ警視課は、もう試験されていないはずで。今年だけじゃない。ここ5年のまでも試験なんてされていないはずだよ。山口瑞穂はな、一体どうしてこんな問題を出したんだ？私は藤原家のお嬢様の実力を信じておりますので。藤原家主、心配なさらず、綾乃がきっとやれると信じています。桂宮は今まで女に興味なんてなかったのに、最近は綾乃に気持ちを伝えて、今はまた綾乃をかばってくれた。もしかして桂宮は綾乃のこと本気で好きになったのか？素晴らしい。見事だ。学問の土台が深いな。独特な視点だ。文章は簡潔なのに文才が光っている。誰か来てくれ。藤原綾乃の答は用紙を写して配布してくれ。諸教にも見せてくれ。こんな難問なのに、綾乃がちゃんと解き切ったとは。ユーバは彼女のことをただの付き添いだって言ってたのに。引用も的確だね。筋道もはっきりしてる。本当にお手本になるな。皆様、方ちゃんとご覧になりましたか？私の孫娘は本当に実力がありますよ。誰にもわからないでしょ。誰かが彼女に事前に問題を教えたかもしれませんよ。お前、伊藤殿。つまり、もし3日前にこの問題を見ていたら、こんな文章が書けるって言いたいのか？伊藤京。もし、そんな腕があるなら、前に政務について聞いたとき、なぜあれこれ理由をつけて逃げたんだ？罪を認めます。陛下、どうか、お許しください。綾乃、学び始めたのは何歳だ？学校に通ったことはあるか？陛下、申し上げます。私は3歳の時から学び始め数年ほど学校に通いました。その後、不幸にも誘拐され長い、各地を転々としておりました。それ以降、学校に戻る機会はありませんでした。ですが、ユーバと結婚してからは、彼が読む本は私も一緒に学びました。ということは、彼が学んだことは、君も全部学んだのか？陛下、ユーバは先生から教わっていましたが、綾乃は全部自分で学んできたんです。これだけの成果を出せたのは、本当に簡単なことじゃありません。藤原家当主、本当に素晴らしいお孫さんをお持ちですね。今回の筆記試験は、綾乃、合格と認める。陛下、心より感謝いたします。喜ぶのは、まだ早いぞ。まだしんがりためみが残っている。陛下、ご質問をどうぞ。君の考えを聞かせてくれ。大和国が安定して繁栄し続ける。には、どうしたらいいと思う？パッと見は簡単そうだけど、実際は答えの幅が広くて難しい。もし綾乃が平凡な答えをしたら、これまでの努力が無駄になる。もし答えが過激すぎると、周りから非難されるかもしれない。私めの拙な見るではございます。
国を安定して長く栄えるためには、まずは国境の安定が必要です。国の基盤をしっかりと築くことができます。国が強い軍を持てば敵も攻めてこないでしょう。次に農業と桑業を中心にすべきです。農業が発展すれば他の産業も伸びていきます。国が豊かになれば民も安心します。3番目は教化を施すことです。民が恥を知るように礼儀を学ばせることが大切です。こうしてこそ国は長く安定するのです。諸教、いかがであるか。藤原綾乃のお話は、とても参考になりました。まさか、我が大和国に、ついに男顔負けの立派な女性が現れたな。まあな、いい答えだったな。ただ、我が国の法律はまだ細かく定められていない女性が官職に就く制度もない。どの役職を望むのか。男ができるなら私にもできる。男が務められる役職なら私も務められる。よし。それなら、6部の中から自分で役職を選びなさい。最近は国庫が赤字続きで税制もややこしくなっています。私にできることを精一杯やらせていただきたいです。財務省で働かせていただき、国のために少しでも力になりたいです。よし。山口瑞穂かな。はい、ここにおります。財務省に何か適した役職はあるか？綾乃を恥かかせることはできなかったか。泉宮殿下はもう不満そうだ。なんなら、どうせなら無駄な役職でも押し付けてやるか。財務省監査官の職がございます。6品です。藤原綾乃、10日後に着任せよ。陛下、ありがとうございます。若藤原、どの、ご入参おめでとうございます。念願鑑定、頂点いいです。ね。桂、宮、殿下、今日は心から感謝いたします。何度も私のためにご助力くださって心に深く刻んでおります。やっぱり、藤原殿は優秀ですね。私は、ただ少し後押ししただけです。よ。殿下のご恩は、私も藤原かも必ず将来お返しいたします。若藤原、どの10年前のこと、まだ覚えていますか？その時、どうやって連れ去られたのか覚えていますか？あの時、目が覚めたら、記憶が曖昧になって、いろいろなことが思い出せなくなった。なるほど。気にしなくていいか。ならず、その日を思い出させてみせる。10年前、私と桂宮は、本当に、ただの学友だったの？綾乃はただの付き添いだって言ってたよな。今日の将棋で彼女が一気に注目を浴びて、父上まで彼女を褒めてばかりだった。殿下、悪いことじゃありません。綾乃が財務省に入ったのは、むしろチャンスになりました。他に何佳作があるのか？部下に南州密売、塩の調査を命じてあります。数日もすれば、帳簿の不正が藤原境にかかるはずです。あいつは頼りにならないが、でも、藤原家の唯一の嫡男だから、藤原家主が黙ってるわけがない。つまり、藤原家主が子孫を守るために介入するということか。その時、藤原家主は必ずこの件をかばうはずです。宮様は帳簿を提出するだけで、陛下はきっと激怒されます。そうすれば、父上は間違いなく激怒する。綾乃が財務省に入ったのも、尻を測るためだと、疑われるだろう。その通りです。彼女は官職に就いたばかりで、まだ席が温まるように、首を切られることになる。さすが、主席合格者だな。綾乃には敵はないけど、他の軍師よりはずっと上だ。宮様、過分なお言葉です。ションに落ちてもどうってことないさ。山本からのコネさえあれば、それで十分だ。いつかきっと、必ず、はい、上がってみせる。父上、祖父様、僕が何をしたって言うんですか？僕を牢屋に閉じ込めるなんて、父上、祖父様。この出来損ない！お前、わかってるのか？綾乃がいなかったら、危うくお前のせいで藤原家庭の皆が滅びるところだったんだ。父上、栄は、ただ遊女を囲っただけなのに、どうしてそんなに大事になるんですか？そうですよ、お祖父様。父上、知ってますか？遊女は泉宮が仕掛けた人間なんですよ。たとえ泉宮の人間でも、そこまで深刻に考えることないだろう。そうです。よ、所詮、女一人じゃないですか。なんで俺の家にこんな間抜けが生まれたんだ？自分の息子に聞いて、皆まんまと遊女に騙されて、帳簿に名前を書かされたんじゃないか。清子が知り合いが船の商売をしてるって言って絶対に損しないって、ついその気になって金を出したんです。書類にも署名しました。父上。兄貴が署名した帳簿は、南州密売、塩の密輸帳簿なんですよ。密売、塩、なんでこんなことに。密売、塩を扱うなんて、それは死罪な。だぞ。父上、祖父様。今更怖くなったのか？その程度の頭で、商売に首を突っ込もうなんて思ってるのか？祖父様、僕は本当に何も知らなかったんです。てっきり普通の商売だと思ってました。お願いです。助けてください。父上、祖父様。もう手遅れだ。相手は、
わざと罠を仕掛けてきたきっと。長母は、もう、渡ってしまったはずだ。今、どうしたらいいんだ？じっとしてる場合じゃないぞ。今できるのは、兄貴と藤原家庭の縁を切るしかない。縁を切るって、ダメだ。俺は藤原家の嫡なんだ。綾乃、なんてひどいことを。俺を見捨てるつもりか。兄貴が本当に藤原家の嫡なんかどうか、自分でわかってるでしょ？知らないはずないよね。綾乃。何を言ってるんだ。堺が藤原家の嫡なんじゃないって、どういうことなんだ？父上、あの時、兄貴と貴が同日に生まれたのは、小林夫人が三馬を買収して、二人の身分をすり替えたの藤原家の本当の嫡男は、貴よ。そんなことありえないよ。俺が人をやって、三馬を問い詰めたんだ。馬鹿げているが、本当だ。信じなくても信じるしかない。綾乃、お前、いつから知ってたんだ？私がどうやって知ったかなんてどうでもいい。大事なのはあなたはずっと前から自分の身分を知ってたのに。なんで黙ってたの？俺は6歳の時に知ったんだから、夫人が教えてくれた俺は嫡男じゃないって。お前、そんなに早くから知ってたのか？誰かの立場を奪いたかったわけじゃない。でも、俺にどうしろって言うんだよ。あの時、俺が決めたわけじゃない。兄貴は、なんで今更無実のふりなんてしなくていいだろ。なのにどうして、人をやって木の薬に毒を盛らせたの？お前、木にまで毒を持ったのか？俺はただ、彼が俺より優れてるのが怖かったんだ。殺そうなんて思ってなかった。ただ彼にずっと俺より下でいて欲しかっただけだ。藤原栄、この剣の始まりは、お前には関係ない。でも長い。藤原家は、お前に何も不利なことはしてこなかった。なのに、今になって嫡男に毒を盛り、さらに密売しようにも手を出し、もうお前をここに置いておくわけにはいかない。父上。祖父様、父上。祖父様、ごめんなさい。本当に、ごめんなさい。父上。お願いです。父上、祖父様に許してもらってください。父上。この毒死を自分で飲め。祖父様、自分で飲んで終わらせろ。祖父様、ごめんなさい。本当に、ごめんなさい。栄は、俺の息子なんだ。もしお前が栄を思うなら、お前が罪をかぶれ。この件は誰かが法の裁きを受けなければならない。父上。お願いです。祖父様に許してもらえるよう頼んでください。祖父様、どうかを許してください。父上。長男と次男の身分、交換のこと、祖父様はどうするつもりですか？外には、栄が病で亡くなったと伝える。木を、お前の母の名義に養子として迎え、嫡男として継がせる。小林夫人については、側室が一人死ぬなんて、教場ではよくあることだ。お前の母には、お前が説明してほしい。はい。綾乃、私は失敗したのかな。もっと早く気づいていればよかったのに。祖父様、成功も失敗も、たった一つのことで決められるものじゃないですよ。生きていれば、誰だってずっと順調ってわけじゃないですから。もういい。さて、これからどうするつもりだ？吉見栄の病で亡くなったという知らせはしばらく伏せておきます。泉宮が動いた後に、その時に公表して不意をつきます。泉宮殿下は、自分だって、で、融通が利かない。今回失敗した絶対に、このままでは終わらないはずだ。祖父様、心配しないでください。私は六品清、加護士に過ぎませんが。でも、私には財務省の帳簿を調べる権限があるんです。泉宮はこの数年、密かに財を蓄えてきたけど、必ずしもクリーンじゃないかもしれない。徹底的に調べ上げます。栄は本当に死んだの？ご報告いたします、栄様は息を引き取りました。父さん、今回は本気でやったんだ。あいつを見捨てたんだ。栄様は嫡男を殺そうと企てて南州密売使用の重大な罪にも関わってしまったので、藤原家主もどうしようもなかったんです。父さんは全力で綾乃を朝廷に押し上げてる。もしもいつか俺も切り捨てられる日が来たら、まさか。表情でまだ結婚していない男性のリストをまとめてくれ。藤原家嫡男が男の名簿を何のためですか？もちろん、うちの娘を早くと継がせるためだ。こんなに急いで私を呼び出したのは何か急用でもあるの？ええ、お嬢様。もしかして、お兄様のことですか？あなたは本当に吉見栄のことばかり気にしてるね。
周りから見たら、まるであなたが吉見栄の本当の母親みたいに見えるよ。栄は藤原家直なんですから。私は側室として、やっぱり気を配って当然でしょう。ねえ、知ってる？栄がここ数年、ずっと木の薬に毒を混ぜてたってこと。そんなはずない栄は、そんな人じゃない。あなた、真っ先に栄のことを否定して木のことは気にしないの？やっぱり、あなたにとっては栄の方が木より大事なんだね。違います。綾乃？まさか、栄が木に毒を持ったって、本当なの？なんでそんなことをしたの？母さん。あの時、母さんは出産で弱ってた。小林夫人がサンバを買収して、混乱の中で栄と木の身分を入れ替えたの。まさか、木が私の本当の息子なの？嘘つき！そんなことあるわけない。まだ知らないことがあるわ。あなた気づいてないでしょ？栄はもう祖父の前で罪を認めて自害したの。どうして栄が？綾乃？栄は、もう、いなくなったのよ。母さんが嫡男を毒で害するなんて、人として許されないことだよ。これから、母さんの子として認められて、嫡男の立場に戻るんだ。藤原綾乃、お前の仕業だろ。栄の後継者の座を奪うために人を使って殺したんだろ。そうなんだろ。栄が自分で取り返しのつかない過ちを犯して、自分で破滅を招いたんだよ。あの時、私がうまかった。お前なんて殺してしまえばよかったのに。あの時、マナが誘拐されたのは、あなたがやったことなの？そう。よ。私がやったのよ。綾乃が優秀すぎて憎らしかったから、あいつを消さなきゃうちの子が出世できないじゃない。だから、あのジジイを使って綾乃を誘拐させたの二度と戻れないようにしたかったのよ。なのに、運が良すぎて戻ってきたのよ。うちの子まで台無しにして。うちの子よ。全部私のせいよ。あなたがいなくなって、私ももう生きていたくない。まさか、あの時、私を誘拐した黒幕が彼女だったなんて。桂宮と私のことは、結局、どうなってるの？陛下満載万歳満載。諸教、平身して。かたじけなく存じます。本日の朝会、何か奏上することがあるか？陛下、申し上げます。高安市知事からの報告によりますと、南州で密売使用が横行しており、規模は非常に大きく、すでに一大勢力となっています。密売、使用の剣田が背後にいる者は突き止められるのか？高安市知事はすでに調査に着手していますが、ただ、調べによれば、この事件は朝廷の有力者や名家も関わっている可能性が高いです。地方の役人では、徹底的な調査は難しいでしょう。名家や大族。でも、何の問題もない。今日密売使用に手を染めるなら、明日には偽貨幣まで作るだろう。この件は厳しく罰せよ。関わった者はすべて問答無用で処刑せよ。かしこまりました。泉、宮殿下、とうとう我慢できなくなったみたい。へえ、俺、本当に、女が漢服着てるの初めて見たよ。なかなか、色っぽいもんだな。私が初めての女性管理じゃありませんし、もちろん最後でもありません。殿下も、何度か見ればもう珍しく感じなくなるでしょう。やっぱり藤原様は口が達者だね。俺はただ綺麗だって褒めただけだよ。兄上が孫を美しいというのは少々不適切かと。桂宮殿下、藤原綾乃、拝見いたします。若藤原殿、もし財務省庁舎へ向かうなら私がご案内しましょう。少しは足も楽になるかと思います。では、お言葉に甘えます。いまいましい桂家みやびめ。いつも俺の邪魔ばかりしやがって。藤原家を潰したら、次はお前の番だ。若藤原の、こちらな、財務省、庁舎です。よ。泉宮殿下、道案内、ありがとうございます。自分で財務省まで案内してくれて、
でも、入り口で立ち止まった。やっぱり、気配りがすごいな。初めて財務省に来たんだし、まずは資料庫の仕事でもやってもらおうか。歴代の帳簿を整理して、ついでに仕事も覚えていって。山口瑞穂花が私に資料庫の帳簿整理をやらせるなんて、これで私が諦めるとでも思ってるのかな。はい。今日は初めて朝廷に出たんだな。どうだった？財務省の子さんたちが困らせたりしていないだろう。山口瑞穂花は、私に資料庫の古い帳簿を整理させた。私を困らせるつもりだったけど、まさか帳簿の中で普通じゃない箇所を見つけた。聞かせてくれ。ここ数年の軍備前と比べて、明らかに合わないんです。確証はないけど、きっと深い事情が隠れてると思う。帳簿の調査は、一つ一つ丁寧に進めるものだ。焦らず、ゆっくりやることだ。動くときは一発で決めるんだ。はい。今日、ちょうど、で、泉宮殿下が山口瑞穂花に指示して南州密売使用事件を取り上げさせた。そうだ。きっと、焦っているんだね。まあ、それもいいか。今夜兄上のもを先に発するんだ。そうすれば、彼らが南州密売使用の帳簿を使って攻め立てようとしても、もう誰も証明できない。花が、ここにおります。綾野の言う通りにやれ。はい。なるほど。昨日、お嬢様が藤原家主にもを出させなかったのは、この瞬間を待っていたんだ。なあ、お嬢様って本当に抜け目がないよ。なんでまだないの？綾野が来てから食べましょうよ。俺は綾野の父親だ。父親が娘を待つなんてありえないだろう。綾野は、もう、六品間の身分よ。このくらいの礼儀も守らないなら、周りがどうやって彼女を敬うの？何にしても、結局、女なんだから、いずれ、はと継ぐものだ。おの言う場も、もうすぐ結婚するし、俺としては、綾野の結婚も、そろそろ考えないとな。このままだと、藤原家の命、女が嫁げないって思われるぞ。そんな風に言うけど、もう、誰が決めてるの？私は、石高の安成。なかなかいいと思う。今年の新種だしね、夕場より順位が一つかな。だけだ。石高、もう悪くないと思う。安成も確かに才があるし、でも、やっぱり、綾野の気持ち、次第よね。石高はしきたりや決まりが厳しい。綾野が嫁いだら、向こうの家のルールに縛られる。そうすれば、藤原家のことにはもう関わらなくなるだろう。でも、祖父から聞いたんだけど、綾野の結婚は、本人が決めるって。結婚のことは昔から親が決めるものだな。高度の話で決まるものだ。祖父が藤原家主でも親の決めることは祖父でも口出しできない。2、5、つまり父さんが私を石田康成に嫁がせるってこと？そうだ。石高は、しきたりや礼儀を厳しく守る。女性が政治に関わるのを嫌う。父は明らかに結婚を使って私の将来を縛ろうとしてる。2、5、このことはもう心づもりできてるよ。でも、2、5、こんなことを私に教えて、父さんに怒られるの怖くないの？今は嫡男の身分を取り戻したけど。でも、祖父が今のタイミングで、君を朝廷に行かせるのは、きっと藤原家の家業を君に継がせたいからだろう。2、5、本来なら嫡男だったのに、ずっと外で苦労してきたよね。それでも、後継ぎの座を争いたいとは思わないの？もちろん。争う、としたこともあったよ。でもこの数年で体もすっかり弱ってしまったし、気力もすっかりなくなった。今思えば、無理して争うより、君を支える方がいいと思うんだ。そんな風に考えてるなんて、ちょっとびっくりしたよ。子供の頃、兄貴がやんちゃして祖父に罰を受けた時、君はいつも兄貴をかばってくれた。あの時、ずっと思ってたんだ。綾野が本当の妹だったら、どんなに嬉しいかって。やっとその願いが叶ったよ。お兄ちゃん、これからは、私が守ってあげる。藤原家のことも、全部、私が守るから。うん。宮様、何かございましたか？今日は藤原家庭が喪に服しているそうです。喪中？誰が死んだ？まさか、藤原栄。その通りだ。藤原が当初、綾野は密売、使用事件との関係を切り離すために、唯一の嫡男まで、まさか捨てるなんて。なんで、こんなことに。それなのに、綾野に藤原家を継がせる。
木なんか？もうずっと準備してたんだよ。あの病気がちの諸子を嫡男にしようとしてるんだ。私もよすでできませんでした。彼らがここまで冷酷だとは私の力不足です。どうかお許しください。これは君のせいじゃないよ。大和国主、美和としても嫡男を殺すような家は他にないよ。泉美和が怒ってないなんて彼らしくないよ。ねえ、こんな方法でうまくまとめるなんて。藤原綾乃、なかなか興味深いな。美和様、もし藤原綾乃にご興味がおありなら、そばめとして迎えてみてはいかがですか？側室にするつもりか？美和様にはご存知ないかもしれませんが、シンは彼女と結婚しています。でもその結婚は名前だけで、実際は何もありません。彼女に触れたことも一度もないんです。とはいえ、今の彼女は藤原家庭と松本家庭が味方についてるから、やっぱり手強いよ。でも美和様の側室になれば、彼女の全てが美和様のものになりますよ。ねえ。あんなに頭が切れるのに、側室なんてもったいないな。状況を李光輝を理解して従うなら、私は構わないし、ガワヒの地位を与えてもいい。3日後、山本、魔樹と盛大な結婚式を挙げます。その時、彼女にもう声をかけます。あの人はプライドが高いから、きっと来るでしょう。よし！その時に、しっかり、会ってやるぞ。お盾様、山本家庭って本当にずうずうしいですよ。ね、よくもまあ、結婚式の招待状なんて送ってきて、あなたを呼ぶなんて、小野優馬と山本マジの結婚式ですよ。あなたを恥をかかせたいんですよ。ね。こんなことで、私が恥をかくとでも思ってるの？私に来てほしいなら、望み通りにしてあげる。行くことにする。でも、もし本当に行ったら、外の噂好きな人たちがどんなことを言い出すかわかりませんよ。私が一人で行くと思った？ユーバの田舎の親戚たちを全部呼んできて、たかりに来る人もお金を借りに来る人も、何か頼みに来る人も、みんな呼んでせっかく結婚式をやるんだから、盛大に騒がしくしてやらないとね。やっぱり、お盾様のやり方が一番ですね。すぐに人を呼びに行きます。藤原家のお嬢様が元旦那の結婚式に来てるなんて。わざわざ苦労しに来たんじゃない。まだ未練があるんじゃない。女って優柔不断だからさ。若藤原、殿に本日ご臨席いただけるとは、過去の恩内もすべて水に流して、もう気にされていないのでしょう。ええ。どうぞ、お席へ。綾乃、俺たちも一度は夫婦だったし。なあ、俺はもう結婚もうまくいったし。君も自分に合う相手を探せよ。そうだ、ね、離縁した。とはいえ、まあ、なんだかんだ言っても、藤原家のお嬢様だもんね。どうせ、そのうち未亡人に嫁ぐしかないよ。ね。どうせ、5歳になるしかないよ。ね。それでも、十分でしょ？泉宮殿下、もう知らなかったよ。山本様が仲人までやるとはね。カツラ殿、冗談です。よね。もうすぐ宴会が始まりますし、どうぞ、お席にお座りください。そういえば、ご両家の結婚はめでたいことですよね。でも、今日は、おのかのご親族が見当たらないのは、どうしてでしょう？今回、どうして来てるの？女川の親戚ばっかりだね。実は、うちの親族は、田舎に住んでる人が多くて、遠いし、来たるのも大変だから、今回は呼んでいません。綾乃、藤原剛。ここが、田舎の結婚式だとでも思ってるの？私は、山本家のお嬢様よ、誰でも招待するわけないでしょ？そういうことなら、私が余計なお世話でしたね。ご二人への招待状は、ちゃんと田舎のご親族に送りましたよ。ちょっと、ここは入れませんよ。俺はユーバの中継だぞ。今日はあいつの結婚式なんだ。俺が入れないなんてありえないだろ。早く中に入れろよ。人を見下しやがって、ふざけんなよいいか。ユーバはまだ俺に金借りてるんだぞ。俺に会ったら、木を使ってこびてくるんだ。お前ごときな俺を止めるな。みんな、新郎の親族なんだから、全員中に通せ。お前に俺を止める資格があるのか？藤原綾乃、なんであいつらを呼んだんだ？新郎の結婚式に親戚が来ちゃダメなの？私はただちょっと盛り上げてあげただけよ。昔はユーバの親戚が毎日のようにたかりに来てたのに、今になって追い出そうなんて、そんな都合のいい話、あるわけないでしょ？ユーバ、組んだこんな大事なこんなのに、なんで前もって知らせてくれなかったんだ？偉くなったからか？もう親戚なんていらないってことか？そんなに責めないでよ。結婚の準備でバタバタしてて、つい事前に知らせるの忘れちゃった。ユーバ、この子が今日のお嫁さんか？なかなか伸び人だな。じゃあ今夜はしっかり盛り上げないとな。ふざけるな！私こそ山本家庭の目、女よ。あなたたちみたいな、そうやな、田舎者に好き勝手に騒がせるわけないでしょ。ユーバの嫁さん、もう嫁に来たんだから、
これからは私たち親族の言うことをちゃんと聞くもんだよ。おの言うば、ずうずうしいわね。私は恥をかきたくないのよ。早くこの田舎者どもを誰か引きずり出して。水木、やっぱり俺の親戚なんだ。せっかく来てくれたし、一緒に祝い酒でも飲もうよ。絶対ダメ。見てよ。あの格好、みすぼらしい服で。山本家の何泥を塗る恥さらしよ。言えば、お前の嫁、何考えてるんだ？俺たちをバカにしてるのか？私はあなたたちを見下してる。それがどうしたの？ここは山本家庭医を田舎の牛舎や豚小屋じゃないの。山本家庭だからって何さ、知らないと。でも思ってるのか？あんたみたいな神父が結婚前から男と関係してたんだろ。ユーバがこんな尻がる女を嫁にもらってありがたく思えよ。いい加減にしろ！誰か、この厄介者どもを引きずり出して。お前って奴は、小野ユーバよくも、そんな恩知らずなことをしてくれるな。そのうち絶対後悔するぞ。綾野、俺にこんな恥をかかせやがって。面目丸つぶれだよ。綾野があの酒を飲んだら、絶対に俺に膝のついて頼み込ませてやる。まだ帰らないの？せっかく来たんだから、山本家の料理とお酒、ちょっと味見しないとね。思いもしなかったよ。君がこんな騒ぎを起こすなんて。恩も仇もきっちり分ける。恨みは必ず返す。10年前も、君は変わらなかったね。10年前の私はどんなだった？藤原綾乃。これで、昔のことは、水に流そう。小野ユーバは、昔から腹黒いこの酒、何か裏がありそう。まずは、私がいただきます。なんで飲まないんだ？もしかして、俺のことまだ忘れられないのか？同じ酒壺から注いだ酒なら、だから問題ないはず。きっと大丈夫だよ。ねえ。大の男が女に無理やり酒を飲ませて、それが何の自慢になるんだ？この1杯は私が飲むよ。結構です。私と彼の間のことだから。これは私たちの問題。この酒は私が飲む。よう祝い酒もいただきましたし、ごちそうも食べました。特にご用がなければ、では、まだ仕事がありますので。これで失礼します。おかしい、やっぱり。毒を盛られたわ。あれは2種類の酒が告げるやつだった。20種壺。やめろ！第六王子が来た！早く逃げろ！殿下、助けていただき、ありがとうございます。綾乃？あいつらの言葉を気にしなくていい。母校が昔言ってた男女は平等であるべきだって。君のお母様って、みんな平等だよって、言ったことある？母校は生前本当にそんなことを言ってたよ。でも、なんで君が知ってるの？天下のお母様は、自分が別の世界から来たって言ったことある？母校は本当にそんなことを言ってたよ。もしかして君たちも同じところから来たの？そう。でも、これは、殿下内緒にしてくれる？泉、宮、殿下、これはどういうこと？綾乃。目が覚めてくれて助かったよ。こういうことは、やっぱり、起きてる時にやる方が面白いからね。まさか知らなかった。泉宮殿下がそんなことを考えてたなんて。もともとそんなことを考えてなかった。でも、小野ユーバが、君はまだ純血だって教えてくれたから。それで、俺は君を側室にできたら、俺のものにして、それも悪くないよ、な。殿下、本当に私を手に入れたいなら、王妃にしてくれない限り、私は承知できません。俺と一緒にいたいと思ってるのか？官職に就いたのは、もともと藤原家のため、名誉を勝ち取るためなんです。殿下が私を宮妃にしてくださるなら、うちの祖父を説得します。殿下と一緒に大きなことを成し遂げましょう。心配するな。お前が欲しいものは俺が全部やる。今夜、俺の言う通りにすれば、ちゃんと俺の相手をすればいい。それだけだ。そばめは心を込めて尽くします。
殿下のお世話をいたします。でも、この縄、どうしましょうか。よく、わかってるじゃないか。じゃあ、俺が縄をほどいてやるよ。藤原綾乃、この女！俺を罠にかけるなんて、誰か来い！藤原綾乃を捕まえろ！やばい。もう、力が出ない。綾乃、大丈夫か？綾乃！薬を盛られたみたい。早く、ここから連れ出して。急いで、すぐに、伊藤医師を呼べ。体が熱い、苦しい、欲しいの、お願い、助けて。綾乃！やめて。ダメだ。こんな時に手を出したら、綾乃に怒られちゃう。綾乃。目が覚めたんだね。それで、他にどこか具合悪いところはない？大丈夫。さっき薬をもらってて、意識が朦朧としてたんだ。わざとじゃないよ。わかってる？よかった。安心した。ねえ、10年前のこと全部思い出したよ。でも、なんで急に記憶が戻ったの？さっき何かに頭をぶつけたみたいで、それで目が覚めたのかも。綾乃。ねえ、知ってる？ずっと君が元の世界に戻ってしまうんじゃないかって。もう二度と会えなくなるんじゃないかって。怖かったんだ。安心して。綾乃、僕たちで本当にこの世界を変えられるのかな？絶対できるよ、2人で一緒なら。絶対やり遂げる。絶対やり遂げるよ。君に約束したんだ。君と一緒にこの世界を変える。うん。ケイ、みやび先に帰る。ね。ちょっと、待って。なんでこんなにドキドキしてるんだろう。昔はこんな風にドキドキしなかったのに。もう、大丈夫だよ。藤原か嫡男お嬢様と桂宮下手に見えました。ダメだ。絶対に桂宮に嫁がせるわけにはいかない。桂宮はまだ未婚です。お嬢様が嫁げば宮妃になります。お似合いかもしれませんね。綾乃はもともと気が強い。もし宮妃になったら、これから藤原家で誰も彼女を止められなくなるだろう。では、どうなさるおつもりですか？すぐ、石高に伝えて、明日の朝一番で縁談に来たさせろ。かしこまりました。まさか小野雄馬がこんな卑劣な真似をするなんて、人を使ってお前に薬を盛るとはな。もし桂宮が間に合わなかったら、今日はきっと泉宮の手に落ちていたかもしれない。こんなこと、絶対に黙っていられない。お祖父様、安心してください前に。山田四郎を問い詰めたとき、山本家主が外に愛人を囲っていることが分かったんです。
そろそろ彼女たちを山本家の一員として認めさせるときね。これで、山本家庭も大変なことになりそうだな。まだそれだけじゃないよ。それに、泉宮も、もう好き勝手にはさせておけないね。役立たず。もし、お前が眠り薬使ってきたら、俺があの女にまんまと騙されるはずがないだろう。お前が自分で縄を解かなければ、藤原綾乃が逃げられるわけないだろう。おっしゃる通りです。皆の前では、もし薬を強くしすぎたら、バレてしまうかもしれません。今や彼女は警戒している。もう彼女にて王を撃つのはそう簡単にはいかない。皆様、ご安心ください。私にはいくらでも手立てがございます。また役立つ方法が思いつかなければ、俺の前に二度と現れるな。かしこまりました。その顔、どうしたの？もしかして、藤原綾乃に殴られたんじゃない？彼女のこと、もうやめてくれないか。彼女の名前も出せないの？やっぱり、忘れられないんだ？忘れないでよ今日。あんたの落ちぶれた親戚を、誰が呼んで騒ぎにしたの？もういい。俺は、お前の夫が少しは、俺を敬えないのか。あなたが夫？あんたなんかが夫になれるわけ？三代も役人になれない。いえ、なんて、あなたと結婚するなんて。私にとって最大の恥を尊重なんてよく。そんなこと思えるわね。私があなたのために子供を。なんて絶対ありえないし。一生、そんなことしないわ。尻がる女のくせに、偉そうに仕切ってんじゃねえよ。俺が、はい、上がったら真っ先に、お前と離婚してやる。4年前、泉宮の金軍が軍備を申請したとき、400万両だった。この数年で軍備がいつの間にか800万両に増えていた。特に何もなかったはずなのに、なんで軍備が倍になったんだろう？ K は14年金軍に配備された。長槍は12万本鉄の使用量は72万貫だった。去年は14万本鉄は112万貫も使った。なぜ1本1本の槍がいつの間にか2貫も重くなったんだろう。絶対何か怪しいことがある。何してぼんやりしてるの？午後派外勤に出ます。物価帳簿を調べます。物価帳簿？昔、布の商売をしていたので相場には詳しいんです。財務省、帳簿上、価格が妙に動いてる箇所があって、ちょっと調べてきますね。本当に女ってやつはさ、どうでもいいことばかり。気にしてつまらない帳簿の細かいことまで。細かい帳簿のズレが大きな損になるんです。わずかな金額も全部国の財産だから軽く見ちゃダメです。好きにしろ。彼女に気づかれるんじゃないかと心配してたけど、軍備の着服がバレるかもって、どうやら大丈夫そうだ。綾乃。お前、どうしてこんなに早く帰ってきたの？今日は外勤なの？どうしたの？父さん、何かよ？ちょうどいいところに来たな。今日は石高が婚約の申し込みに来ている。一緒に会いに行くぞ。お前の未来の旦那だ。なるほど。ここで私を待ってたのか。石田夫人、こちらがうちの娘、綾乃です。綾乃です。石田夫人、ご挨拶、申し上げます。本当に男の格好なんてして、どうして自分の名前で名乗るの？私は朝廷で官職についているので、みんなこう呼ぶのが普通なんです。ずっとそうしてきたから、いつの間にか慣れてしまいました。そう、いえば、あなたは女官だったのよね？そういえば、この100年ほど女官はほとんどいなかったわね。前に女官になりかけたのも、確か前皇后だったわね。前皇后って頭が良くて、すごく才女だったらしいわ。もし皇室にと継いでなかったら、きっと綾乃と同じような道を歩んでいたかもね。俺からするとさ、女が役人になるなんて珍しいから、やってるだけだよ。綾乃が結婚したら、やっぱり家庭に入って、夫を支えて子育てするのが普通だよ。藤原か嫡男のご意見、ごもっともです。女は年を重ねると、やっぱり美しさが失われてしまうのよ。綾乃、こちらは石田若君だ。どうだ、気に入ったか？藤原様、石田康成です。大噂はかねてより伺っております。石田若君、今はどの役職についていらっしゃいますか？学術院編集官です。そう、七品の編集官なんですね。これから石田若君が私に会ったら忘れずに藤原殿と呼ぶようにしてくださいね。綾乃、康成と結婚した後は、夫婦は一緒になるものよ。朝廷の仕事も辞めて、わざわざそんな肩書きなんて気にしなくていいのよ。石田夫人、ご存じないかもしれませんが、祖父が苦労して私を導いて朝廷に入れるまでしてくれたんです。もし将来結婚しても
絶対に朝廷の仕事はやめません。え？もしかして、石高にと、ついでも、役人を続けるの？悪くない。何をバカなことを。役所を辞めないなら、この先ホットを支え、子供を育てるのは誰なんだ？もちろん、私のホットよ。綾乃、昔から男は外で働くものだし、女は家を守るものよ。お母さん、しきたりなんて、破るために、ある物酔い師だか若君が、その気がないなら無理に進めなくてもいい。いっそ、価値観の合う人を婿に迎えるのも悪くない。婿養子？まさか、あなたたち、安成を婿養子にする気なの？いや、石田夫人、誤解しないでください。最初からそんなつもりはありません。全部、綾乃の勝手な言い分です。綾乃、お前はもう離縁された身だ石高は。それでも許してくれたのに、どうしてそんな侮辱ができるんだ？彼女たちを傷つけてどうするつもりだ？今すぐ石田夫人に謝罪しなさい。石田夫人、私は、子供の頃から、ちょっと変わってて、普通の女性とは違う生き方をしてきました。無理に縁談を進めたら、ただお互いの人生を無駄にするだけです。あなたみたいなしきたりを無視する女は、うちの石高には縁がない和よ安成帰るよ。石田夫人、石田夫人、石田夫人、お待ちください。綾乃、どうしてそこまで頑張るの？お母さん、父がどうしてそんなに急いで私を石高に嫁がせようとするのか、わかる？お父さんがあなたに後継者の座を取られるのを心配してるの、私もわかってる。でも、石高は家柄も良くて、安成も見たところ落ち着いてて、礼儀もわきまえてるし、お母さんもあなたに安心できる場所があればと思ってるのよ。お母さん、女の幸せって結婚じゃないの。自分で生きていく力が大事なの。よ。安成に嫁ぐのが嫌なら無理にとは言わないよ。だから、絶対にこれで親子の関係が疎遠にならないようにね。お母さん、私と血を分けた唯一の人だから、絶対にお母さんと疎遠になることはないよ。ただ、母さん、もう父さんの無茶には付き合わなくていいからね。いいよ、お母さん。全部あなたの気持ちを受け入れるよ。今すぐ、私と一緒に石高に謝りに行くと。ありえない。何だと？お前、俺を父親だ。やめなさい。父上。お前が綾乃に N 指図する資格はない。わかっている。お前は綾乃に自分の立場を取られたと思って、だから急いで綾乃を嫁に出そうとしているんだろう。だが、覚えておけ。綾乃がいなかったら、南州密売使用事件の時に、藤原家庭はとっくに一家、皆殺しになっていたぞ。でも彼女は女に過ぎないんだよ。父上が私を差し置いて、藤原家庭を綾乃に任せるなんて、人前でどうやって顔を立てればいいんだ。さっけや、女に溺れて頭が回らん奴が、お前みたいなのに藤原家庭を任せたら、1月も経たずにすぐに誰かに食い物にされて、骨までしゃぶられるぞ。だが、言うことを聞いていれば、いずれ綾乃が出世した時には、みんな自然とお前を敬うようになる。はい、わかりました。父上が藤原家庭を綾乃に任せたって。いずれ父上がいなくなれば、結局この家は俺のものになるんだ。俺が死んだら好き勝手できると思うな。お前は綾乃の父親だが、綾乃には手出しできないと思うな。俺が死ぬ前にお前を生死から外して爵位は、綾乃に譲るぞ。石高が藤原家庭に縁談に来ました。誰に縁談をもう仕込んだんだ？縁談の相手は若、藤原殿です。ありえない。綾乃が受けるわけない。若藤原殿は本当に断りました。まだ大広間にいます。みんなの前で石田康成を皮肉りました。大人と呼ぶべきだと言っていました。やっぱり彼女らしいな。違うな。今日は休みのはずなのに、どうして藤原家庭にいるんだ？どうやら財務省の帳簿を調べるためらしいです。わざわざ外金を申請したみたいです。綾乃はきっと何かを見つけたに違いない。若旦那、ここはあなたが飲んだり遊んだりする場所じゃないよ。兄がもうすぐ入隊するんです。だから兄のために武器を送りたいと思ってきました。なるほど。それで、どんな武器をご希望ですか？聞いたけど、軍では槍がよく使われてるって。いいですよ、若旦那。この槍の形、どう思います？
これ、どれくらい重いですか？だいたい6斤ですね。軍の標準装備です。この槍、重さは、あと2斤ほど重くできますか？そんなの無理だよ。コグニャ。戦いではずっと武器を持ってなきゃいけないし、重すぎるとすぐにヘトヘトになっちゃうよ。どうやら4年前の6金ってやっぱり正しかったんだ。じゃあ、この数年は泉宮はやっぱり軍備を横領してたんだね。しかもかなりの額だったんだ。チェ・ミヤビ、どうしてここに来たの？それむしろ、俺が聞きたいんだけど。ここでは詳しくはなせない。君の推測はもっともだね。まさか三郎がこんな大胆なことをするなんて、軍費まで横領するなんて、信じられないよ。この4年間消えた軍費は、ほとんど紙幣の食料や武器になったんだ。父上、もうご高齢だし、三郎が動き出すのはまだしも。でも、軍費は軍隊の命なんだ。泉宮は俺を陥れ、損ねたから。これからもきっと俺を狙ってくるだろう。待っているより先に片付けた方がいい。明日の町議でこのことを暴くつもりだ。でも、武器の重さだけじゃ、三郎の立場を動かすのは難しいと思うよ。私たちの世界ではこんな言葉があるんだ。ゴキブリの死骸を見つけたときは、暗闇にはきっと無数のゴキブリが潜んでいる。無数にいるってことさ。俺がやるのは、そのごまかしの布を引き剥がすんだ。殿下、ご報告いたします。今日、藤原綾乃が町を詳しく調査、死ぬの相場を調べていました。財務省の帳簿は見もしないで。わざわざ布の相場なんて調べてる朝廷を、まるで自分の商売の場だとでも思ってるのか。冗談じゃないよ。宮様、藤原綾乃は、布の商売で、身を立てたです。彼女のことを調べれば、きっと何か出てくるはずです。あいつの布の税金に多少ごまかしがあったとしても、どうせ大したことにはならないわ、なっておけ。そうか。そういえば、俺も聞いたけど、最近山本かでなんだか騒がしいみたいだ。山本家主が外で囲っていたそばめが理由はわかりませんが、屋敷まで押しかけて騒ぎになっています。山本家主と白夫人は今はすっかり険悪な雰囲気です。山本瑞希まで取っ組み合いの喧嘩になりました。みっともない。中へったら家主に伝えろ。こんな醜聞が朝廷に知られたら、本王の計画の邪魔になったら、身内でも容赦しないぞ。はい。陛下、ご報告いたします。臣は山本家主を訴えます。山本家主は、また何の罪を犯したのか？山本家では以前、姓女が不貧困を働いたことがあり、今では長年外出を囲っていたという噂まで出ています。昔からよく言われるようにしたが、しっかりしていなければ上も歪むものです。山本家主の私得に問題があるのは明らかです。君臣たる資格なし。山本家主。そんなことがあったのか？陛下、魔が差しただけでございます。どうか、陛下、お許しくださいませ。いえ、の仲が乱れていては、国を治めることなどできぬ。どうやら以前の俸禄の罰では目が覚めなかったようだな。借用降格する。父上、どうかお怒りをお静めください。山本家主は長い。国のために働いてきました。たとえ大きな功績がなくても苦労はしていたはずです。どうかご寛大なご処置をお願いいたします。これで決まりだ。承知いたしました。陛下、私にもご報告がございます。藤原今日、何を申すのか？陛下最近、私が調べたところ、財務省帳簿に、多額の軍費の使途が不明になっています。横領された疑いがあります。誰かに横領された可能性があります。藤原綾乃自分が今言ったことが、軍政の重大な問題に関わっているのを分かっているか？陛下、私は財務省監査官として軽々しく言うことはありません。最近、軍費を調べていた時に思いがけず、計は16年から泉宮殿下の親衛隊の軍費が毎年増えています。数字が尋常じゃありません。藤原綾乃ね、もうないこというな軍費が増えたのは全部、ちゃんと理由があるかってに決めつけないでくれ。でもここ数年、親衛隊の人数はほとんど増えていません。じゃあ、軍費は一体どこに消えたんですか？南州は毎年水害が続き、来た量も干ばつが起きている。食料も鉄も両方とも値上がりしている。それはよくあることだ。でも、どうして敵の仕入れまで倍になってるんですか？陳の記憶ではここ数年、鉄器の報告数が増えた覚えはないのだが。陛下、
鉄器の数は確かに増えていません。でも、重さは変わりました。もともと軍用の槍は6斤だったのに、今年になって形は変わってないのに重さが8斤に増えました。泉宮鎮は、なぜ金軍の槍の重量が増えたと聞いていないのだ。父上、私も存じません。閉会地本だけなら、ともかく1000本も万本も全部同じなんです。その大量の鉄は一体どこへ消えたんですか？軍費の横領なんて些細なことです。鉄器の流れこそ問題です。背後にいる者の狙いは果たして私利私欲なのか、それとも謀反なのか。泉宮、どう釈明するのだ？父上、私の監督が行き届きませんでした。誰かが陰で何か細工をしたんだと思います。直ちに徹底的に調査いたします。横領された銀は必ず全て取り戻します。この件真相がわからなければ、お前の首は繋がらぬぞ。藤原綾のこの件は、お前が暴いた以上、全てお前に一任する。もし誰かが妨害するなら、お前の裁量で処置せよ。御意に従います。殿下、どうかおしてください。ずっと耐えて策を練ってきた。やっと支援ができたのに、藤原綾乃に見抜かれてしまった。今や父スメラギは、俺を警戒し始めた。藤原綾乃は陰険で、ずる賢くて、考えが深い。とても女らしくない。舅と父が無理に夕場を向こうに迎えなければ、俺たちがここまで藤原綾乃と敵対することもなかったのに。それに、そばめがよりによって今、騒ぎを起こすなんて。今日、松本家主が俺を告発した時、その瞬間、俺は、これは藤原綾乃の仕業だと疑った。でも、舅と父邸の家来が藤原綾乃の手に渡った時、俺と綾乃はまだ敵対していなかった。そばめを養っていることは屋敷内で知ってる。人はほとんどいない。でも最初は水木が放火を命じた山田四郎がその一人だった。綾乃が今日城に戻って、すぐ山田四郎を尋問したんだ。彼の口からこの秘密を聞き出したんだろう。あの女が本当にそんなに頭が切れるなら、もしかして母妃が宮中に入る前のことまで。藤原綾乃ももう知ってるかもしれない。もし綾乃に本当の身分をばらされたら、俺はもう好意を告げなくなるじゃないか。母妃の軟禁は、もうとかレタ舅父急いで、何か策を講じよ。早く人を、官職役を宮中に持っていけ。承知しました。官職役？あれは正気を失わせて死に至らせる薬なんだ。泉宮がこの薬をご妃様に渡すなんて。じゃあ薬を飲むのは？今回の軍費の不正が暴かれて、泉宮はもう復活するのは難しいだろう。山本、家主の爵位が功を隠されて私軍も暴かれて、立て続けに大きな打撃を受けて、泉宮はもう我慢できなくなるだろう。あいつが焦れば、きっとボロを出す。その時が来たら、あいつを完全に終わらせる。綾乃、泉、宮を倒したら、そろそろ結婚のこともちゃんと考えようか。祖父としては、桂宮はとてもいい相手だと思う。祖父様。祖父様。祖父は心から綾乃のために良い縁談をまとめてあげたいと思っている私としては、桂宮様が綾乃と結婚すれば、藤原家と桂宮家が一つになる大家家としては、桂宮様は才知もあり、人柄も素晴らしい。それに、綾乃のことを本当に大切に思っている、本当に素晴らしいご縁だよ。祖父様、今は結婚のことを考える余裕がありません。この件はまた後ほど話し合いましょう。困った子だね。どうやらこのじいさんが自分で道を作ってあげないといけないみたいだね。殿下は今年でもう20歳ですね。結婚について考えたことはありますか？もちろん考えたよ。ただ、彼女が望んでいない。殿下が言っている彼女は、私の孫娘の綾乃ですね。はい、そうです。殿下は、綾乃が無婚し、どうして王の夕場と結婚しようとしたのかご存知ですか？今となっては殿下とは結婚したくないんです。わからない。あの頃は綾乃は家柄が良くなかったし、親を亡くして一人だったから。昔、夕場と結婚したのは、彼が綾乃を助けてくれると思ったからなんだ。今や綾乃は藤原家の正女だ。今の綾乃は昔と比べてずっと大きな権力を持っている。
ヨデンカが彼女の心を動かしたいなら愛情だけじゃダメだ。それだけじゃなくて、もっと大きな権力と地位も与えないと、ね。藤原家主。なるほど。この老臣は、参りました。彼女が私と結婚したくないのは、自分の抱負を失うのが怖いからだ。では、私が彼女の志を実現させます。陛下は体調を崩されております。今朝の朝会は取りやめとなりました。皆様、お帰りくださいませ。陛下はもう7日も町議に出ておられません。ご病気の様子が重いのでしょうか。持病が出ただけです。小林医師が丁寧に見ております。では、朝会はいつ再開されるのでしょうか。私にもわかりません。変だな。陛下はいつも真面目なのに、急に何日も朝会に出ないなんて。陛下が体調を崩されたらしいよ。最近は毎晩ご妃の宮殿に泊まってるみたい。ご妃様、もう若くないのに、それなのに、どうしてこんなに寵愛されてるんだろう。さっぱりわからないね。行こう。陛下の様子。いつもと違う。絶対に偶然じゃない。急いでケミヤビに相談しなきゃ。君が来ると聞いて、君のために作ったんだ。食べてみて。こんなお菓子を作ってくれたんだね。覚えててくれたんだ。昔からこれが好きだったよね。忘れるわけないよ。アジはどう？とても美味しいよ。好きなんだね。これから毎日作ってあげるからね。そういえば、今日ここに来たのはあなたに聞きたいことがあって。陛下のご容体は一体どうなさったのですか？俺も最近父上に会ってないんだ。宮野社の話では父上はよく気分が変わりやすくてイライラして落ち着かないらしい。ご妃様の宮にいる時だけちょっと落ち着くみたいだ。ご妃様のネミヤでしか気持ちが落ち着かないのか、陛下は誰かにこっそり薬を盛られたんじゃない？薬を？民間で使われている薬はあって、最初は気持ちを落ち着かせるけど、使い続けると癖になって精神にも影響が出てくる。まさか三郎が父上にそんなことをするのって。今、急いでやるべきは、何とかして陛下に会うこと、詳しい事情を聞くこと。父上から呼ばれない限り、皇居には入れないんだ。中に入れる方法何かない？皇太后に連絡することはできるけど、でも、今は皇宮の権力がご妃様のものなんだ。スムーズに宮殿にはいる。には、堂々とした理由がいるんだ。どんな理由ならいいの？もし皇太后が未来の桂宮妃に会いたいと望めば、ご妃様で求めることはできないんだ。桂宮妃？はい、綾乃は明日宮殿に入る。絶対に陛下に合わせるな、陛下。前にあの女のせいで、謹慎させられたのに、まだあの女に仕返ししてないのに、これは都合がいいわね。何の遠慮もなく堂々と宮殿に入ってくるなんて、綾乃が宮殿に入る。明日は私が必ず復讐してやる。かしこまりました。止まりなさい！どうして私だけが笑い者になるの？なのに彼女は順調に出世してるなんて。綾乃、ちゃんと見てる？目が見えないの？ここにおばさまがいるのわからないの？管理、藤原綾乃、参上いたしました。ご妃様にご挨拶申し上げます。久しぶりね。まさかあなたが捨てられる女から予感になったなんて、うまくやったものね。うん、よく陛下に目をかけていただいただけです。ご妃様、皇太后様はまだしんがりでお待ちです。先に失礼してもよろしいでしょうか。先に失礼いたします。うれい！たかが宦官ごときがおばさまに指図するなんて。皇太后様に伝えて、こう言いなさい。この宮と綾乃が話したいことがあるから、後で私が直接綾乃をお連れしますと。承知しました。ご妃様とご一緒します。
ただ、どうこうするだけです。承知しましたやつさえ、失礼いたします。綾乃、さっきおばさまに会ったのに、どうしてちゃんと気配しなかったの？管理として、当然進化としての礼を尽くすべきです。ここは、高給与調停じゃないんだから。あなたは女なのに、ちゃんと気配しなきゃダメでしょ？私も、水木の言うことりにかなってる部分、もうあると思う。わならばさ、もう一度、気配しなさい。これで、宮中の決まりもちゃんと守れる。わねえ。ご子様、よく言われるように礼には決まりがあります。私は、朝廷の命官として、当然慣例に従って行動します。気配の礼については、ご命令には従いません。おばさま、今の姿を見てください。目上の人を全く敬ってないし、宮廷のルールも馬鹿にしてます。藤原綾乃、もう一度だけ聞くわ。ひざまずくの？それとも、ひざまずかないの？初代桂将吾様、和天皇の母に会った時、気配しなかったんです。身分が先だったからです。もしご子様がこの身に無理やり気配させるなら、それは初代桂将吾様が礼を乱したと、N 案に示すことになります。言葉だけは達者ね。聖人まで持ち出してくるなんて。でも、いくら弁が立っても。だから何？ひざまずきなさい。理由なんていらない。誰か来なさい。彼女をひざまずかせて。皆さん、よく考えて、朝廷の命官を殴れば、怪我をさせたバーイツエ100回3年の時計です。殺したバーイ斬首して、晒し者にされます。ご子様。みんな、本当に使えないわ。ねえ、こうやって何もできないの？じゃ、私がやる。水木、全く懲りてないね。前に街で懲らしめたけど、まだ足りなかったみたいだね。おばさま、見て、あの人。立法を振りかざして、私の前で偉そうにできると思わないで。今日こそは、あえて叩く。あなたに、何ができるの？綾乃今日、反撃したら、それは大不敬よ。おばさまならすぐに人を呼んで、あなたを殺すよう命じることもできるのよ。やめなさい。私の目の前で、誰が手を出して人を傷つけるのか。藤原綾乃です。皇太后様、参りました。皇太后様、そばめ参りました。綾乃を宮中に呼んだのは、重要な話があったからだ。それなのに、五妃はしんがり前で勝手に、罰を与えるつもりなのか。皇太后様、どうか、お怒りをお静めください。そばめは、綾乃が宮中のことに慣れていないと思って、放っておけないと感じまして、皇太后様のためにお手伝いしたいと、ちょっと注意しようと思っただけです。綾乃、朝廷に仕える重臣だ妃の身で、勝手に手を出して人を傷つけるなど、許さ。出ることではない。綾乃、私と一緒に来なさい。はい。おばさま、まさか、このまま行かせるの？皇太后様が行かせたのだから、私が止められるわけないでしょう。でも、ユーバが言ってたんだけど、絶対に陛下に合わせちゃダメだって。心配しなくていいわ。後で私は直接陛下に薬湯をお持ちするから、陛下がお休みになったら、彼女がどんなに手を尽くしても絶対に合わせないわ。K みやびは素敵な嫁を得たわね。皇太后様、ご報告いたします。今回、宮中に参上したのは、桂宮殿下のご命令で、陛下の本当のご病状を調べるためです。本当のご病状？以前は陛下に頭の病がありましたが、部屋にこもることはありませんでした。でも、最近は毎日、ご妃の寝室にずっといらっしゃって、普通じゃありません。のところ、最近、私も人を使わせて、陛下のお見舞いに伺わせましたが、すべて丁重に断られてしまいました。だからこそ、桂宮殿下は深く案じて特別に、私に宮中入りを命じ、本当の状況を調べるよう仰せつかったのです。でも、今は、陛下のそばには、ご妃だけがつきっきりで世話しているのかの。女方のものを寄せつけなければ、私でもどうにもできない。このことは、国の安泰に関わります。恐れながら、皇太后様、どうか、お力をお貸しください。火事だ！火事だ！まだ、ここで、何してるんだ！俺と一緒に、消火に行くぞ！早く行け！急いで消火しろ！急いで！
陛下。頭が痛い。お前はどこから来た宦官だ？陛下、私は藤原綾乃でございます。陛下。藤原綾乃、どうしてここにいるんだ？ここは高級だぞ。陛下はここ数日ずっと政務をおろそかにされご日が、また情報を遮断し、誰も陛下に近づけませんか？桂宮殿下が陛下のご無事を心配して、私に医師を連れて参内するようと、区別に頼まれました陛下。お許しください。チンは、この数に自然心がだるくて、頭が割れるほど痛い。頭痛、意外で、他に何か症状はありますか？夜、よく眠れないことが多いですか？意識がぼんやりすることはありませんか？確かにそうだ。これは一体どうなっているんだ？ご妃が薬を持ったって、陛下はきっと信じない。でも、自分で気づけば、きっと信じるはず。陛下のご病状はいつもと違うようです。恐れながら、伊藤医師に脈を見てもらってもよろしいでしょうか？お許しください。よい。医師陳は、これは一体、どんな妙な病気なんだ？脈を見たところへ、イカは間食薬を盛られています。すでに1ヶ月以上になります。すぐにやめなければ命が危なくなります。間食薬？あれは噂で聞いた。やめられなくて命に関わる危ない薬だろう。誰なんだ？陳に毒を持ったのは誰だ？恐れながら、軽々しく断言することはできません。陳が症状が出るたびに、五妃の部屋に行くと頭が少しすっきりする。もしかして、ご妃なのか？恐れながら、私にはわかりませんですが、思い切って申し上げます。陛下、どうか、私と一緒に芝居をしていただけませんか？毒を持った者を根こそぎ捕まえましょう。よし。俺な見てやる。こんな無礼なことをしたのは誰だ？火事の様子はどうですか？ご様、ご報告いたします。火、パ、鎮火しました。変物の一部だけが燃えました。特に問題はありません。藤原綾乃はまだ皇太后の神殿にいるんですか？火事が起きた時、綾乃様はずっと皇太后の神殿にいました。先ほど宮殿を離れました。おばさま、綾乃が宮殿に来たのは陛下に会いに来たわけじゃないかもね。もしかして、ひとし宮妃になりたいのかしら？私より上に立とうとしてるの？あの女、本当に最低！おばさまユーバは私の夫なのに、毎晩夢の中で、いつもあの女の名前ばっかり読んでるの。あと、半月もすれば、陛下が退位を発表するのよ。皇位は、慶なるに譲られるわ。その時には、あなたが長姫よ欲しい男は、全部手に入るわ。ユーバなんて気にしなくていいじゃない。おばさまのおっしゃる通りです。綾乃、桂宮と結婚するって聞いたけど、離縁して、まだそんなに経ってないのに、もう再婚するの？あなたが再婚できるのに、私が再婚しちゃダメなの？自分でおかしいと思わない？お前が離縁を強く望んだのは、藤原がさから、女って肩書きを使って名門に嫁ぐつもりだったんじゃないか。それが狙いだったんだろ？男は結婚一つで簡単に出世できるのに、女はどうして自分の将来のために相手を選んじゃダメなの？言うばこれ、全部あなたが教えてくれたんでしょ？それにあの日、あなたは私を泉宮の寝床に押し付けたくせに、今になってこんなこと言うなんて。よくそんなこと言えるね。俺にも事情があったんだ。せめて元夫婦だったことを考えて、命を守りたいなら、忠告しておく桂宮とは関わるな。誰に嫁ごうが、私の命はどうなろうが、あなたに心配される筋合いはない。ああ、そんなことしてる暇があるなら、水木との関係でもちゃんと気にしてなさいよ。綾乃、絶対に後悔するからな。泉、宮は、功を焦っている薬も容赦なく、使っている字によると、陛下の体はこのままだと1ヶ月も持たない、そうだ。皇宮は五妃が取り仕切っていて、外では泉宮の近衛兵が守っている。どうやら、そろそろ仕掛けてきそうだ。半月後には天寿祭典がある。陛下はどうしても出席しなきゃいけない。あいつらが動くには絶好のタイミングだ。でも、今、京城にすぐ駆けつけられる近衛兵と張り合える軍隊は、みんな北領にいるんだ。もし一目を避けて、こっそりと京城に兵を送り込もうとしたら、ほとんど不可能だよ。だから、陛下を説得して、これをあなたに渡すことにしたの。これは父上が自ら管理していたものだから、守る司令府か。その通り。この蔵守司令府で3000人の蔵守を動かせる蔵守は、滅多に姿を見せないから、泉宮にバレることはない。やっぱり、綾乃は策士だね。綾乃よ。たとえ陛下の病状を探るためでも、そんなに急いで皇太后に結婚の直旨を出させることは必要なかったんじゃないか。祖父様、この件は私と桂宮様で話し合って決めたことです。結婚の直旨はもう出ている。もし、やっぱりやめたいと思っても、もう取り消せないよ。祖父様、心配しないでください。桂宮様、
私に直接約束してくれました。結婚しても奥に押し込めることはありません。彼は私と一緒に政治をしていくと言ってくれました。なるほど。これで祖父も安心できるな。俺が探せと言ったあの男は、どうなったんだ？見つけました。もう殺しました。いいぞ。すべてが整った。次は天寿祭典を待つだけだ。俺が王になる時だ。お願い、殺さないで。何も言わないよ。頼むよ。心配するな。殺しはしない。おとなしくここにいれば生きていられる。逃げないよ。お願い、殺さないで。殺さないで。お前が死んだら、どうやってお前を人質にして、泉宮のバカを脅すんだよ。ここに閉じ込められてるのは、泉宮の父親だ。そうだ。ユーバは警戒心が強い。泉宮の弱みを残してやらないと、従うはずがない。命をかけて尽くすはずがない。だから人を使って調べさせた。やっぱり、この男を生かしておいた。君は彼のこと、本当に詳しいんだね。10年も一緒にいたから、もちろんよくわかってるよ。じゃあ、俺のことも、これから少しずつ知ってくれる？どうやら、嫉妬してるみたい。いずれ、あなたのお嫁さんになるんだから、ずっとあなたのことを知っていくよ。ヘイカ、お薬、できました？お薬、飲んでください。この薬をまた飲ませれば、完全に正気を失い、私の言いなりの操り、人形になる。今日、体が随分楽になった。この薬は、今日はもう飲まなくていいだろう。そんなことはできません。陛下小林医師がもうしておりました。この薬は毎日欠かさず飲まないと、これまでの努力が台無しになってしまいます。わかった。飲むよ。陛下最近は政務でお忙しいですし、文武百官が丁儀に集まっている間にこの上位の少々をお作りになってはいかがでしょう？よろしいでしょうか？わかった。では、陛下、この少々に泉慶なるのお名前をお書きください。わかった。やったわ、これからはこの国は慶なるのものよ。陛下ご体調が優れませんし、天寿祭典はどうか私にお任せくださいませ。陛下、この大典は国の威信に関わる大切な儀式でございます。このご判断は少々問題があるかと存じます。問題ない。コーヒーの言う通りにしよう。よし、時となりました。文武百官は、順に敬、礼を。よし、時となりました。文武百官、順に献上を。人事省長官、中村殿、玉如意、一つを献上いたします。陛下中村殿は、中理深い方です。十分なご褒美をお与えくださいませ。中村、今日中に立派だ。黄金千両を賜う。陛下のご好意、心より感謝いたします。軍務省次官、伊藤殿、赤サンゴ一本を献上いたします。陛下、この赤サンゴ、なかなか手にはいらないんです。よ、伊藤殿も、きっと心を込めて選んだのでしょう。伊藤、今日、精一品とする。陛下、感謝、もう仕上げます。陛下、どうしちゃったんだ？贈り物さえすれば、の褒美がもらえるなんて、な。俺も結局は、家の財産を全部出してでも、絵の贈り物を用意しないと。父上本日は、父上のためにご用意しました。雲上龍図を一幅、献上いたします。陛下、この絵は、龍が空高く舞い上がり、国の繁栄を願うものです。慶なるが、陛下、への深い、親孝行の気持ちを込めました。慶、茂、よく考えてくれた、な。妙ね陛下が、何も褒美をくださらないなんて、もしかして、これから上位なさるつもりなのかしら。桂宮、お前の贈り物は？父上様真が献上いたします。百十祝賀図、一幅を。110の絵？陛下のお祝いの日に桂宮がもう10の絵を送るなんて、ちょっとおかしいんじゃない？百十図は縁起の良いものです。陛下のご長寿を祝うのに最適です。
要するに、結局、短命な獅子よ。私から見れば、桂宮はどう見ても悪意がある。これで陛下を皮肉ってるつもりね。ご子様、少しご説明させていただきますが、この百獣朝衆は多くの国々が集まる意味があります。世界が平和になることを象徴しています。そして、天下が一つになるという意味です。たかが6位の女官ごときが、よくも私に歯向かうなんて誰か。綾乃を外へ連れ出せ、某内30回。ご貴様、藤原殿は正直に礼を持って話しているだけです。決して無礼なことはしていません。それに、今日は父スメラギの誕生日ですし、この大井戸で血が流れるようなことがあれば、不吉なことになりかねません。まあいい。今日は特別に許してあげる。食来、大人、お席、どうぞ。陛下、今日は特別に御前坊に美味しいお酒と料理を用意させました。ぜひ少し召し上がってみてください。陛下！父、スメラギ！不会か呀，是有心。别看你进的。小林、父、スメラギ、どうしたんですか？陛下のお食事に猛毒の毒草が混じっていました。陛下はもう。誰か今日の御前坊の料理人を連れてこい。この悪とうめえ。誰の指示で父スメラギに毒を持ったんだ。この卑怯者め、誰が命じたんだ。父スメラギに毒を盛れと。恐れ多くて申し上げることはできません。今すぐ言わなければその場で撃ち殺すぞ。はい、桂宮殿下が毒を盛れと命じられました。陛下が崩御したら自分が即位できるって言ってました。なんて、狼のような野心を持つ逆子なの父親を殺すなんて許せない。桂宮殿下が指示したって言うけど、いつ桂宮殿下に呼び出されたの？昨日でございます。嘘だ、桂宮殿下はこの半月一度も宮中に足を踏み入れていない。はい、桂宮殿下の側にいるものです。じゃあ言ってみろ。俺の側の誰なのか。いや。もういい。六郎が証人だぞ。まだごまかすつもりか。今日こそ父スメラギのために君側の剣を除く。門外の金軍、命令を聞け。桂宮をその場で討ち取れ。金軍、内空、への無断立ち入りは許さぬ兄上。今日のこの騒ぎは最初から仕組んでいたんじゃないか。行為を力ずくで奪うつもりだったんだろう。俺が無理やり奪う必要なんてない。父スメラギは病気になる前に、もう大尉の御のりを用意していた行為は俺に譲ると決まってるんだ。皆の者、よく見ろ。これは間違いなく陛下の筆跡です。この様子だと泉宮には本当に陛下に毒を盛る理由がないな。もしこの証書が偽物だったら？この直視が偽物だったらどうする？藤原綾の直視を疑う資格なんて N あなたにはないわ。これが本物の直視だ。そんな、ありえない。陛下は長く病に伏して後継者を考えた。結果桂宮は忠実で孝行才徳も備えている。だから皇太子に任命する。陳が崩御した後は皇位を継承する。この二つの直視字が同じだな。一体どっちが本物なんだ？小下様が持っているその直視は、陛下が正気を失っていた時に書かれた偽のものなんです。私が持っているのは、陛下が正気の時に自ら書いたものです。ふざけるな。そっちこそ偽物よ。俺が綾野が本物だって証明する。陛下が目を覚ましたのか？陛下、あなた、まさか。陳は、ただ菓子薬を服用しただけだ。息を止める薬を飲んだだけだ。お前は間食薬ごときで、俺の頭を勝たせるとでも思ったのか？陳はお前たちに付き合って芝居をしていただけだ。嘘でしょ。そんな、こと、ありえない。ありえない。父上様、本来ならこの行為は俺のもののはずだ。なぜ彼に譲るんだ？口を慎め。お前が、この行為に座ったら、それこそ天理に入れられない。なぜならそもそもお前は、陳の子ではない。者ども、泉宮の美の父を連れて参れ。この男の名は森本人志田五妃が宮中に入る前の昔馴染みで、泉宮の美の父親です。バチに、あれします。泉宮では、N ご様、
私の前に生まれた子です。あの夕場死んだって言ってたじゃないのか。王子じゃなくても関係ないだろ。今やこの衛兵はみんな俺の命令に従うんだ。この国は俺が奪う。クラ、守る。クラ、守る？そうだったのか。お前たちはすでに全部知ってたのか。泉、ケイ、シゲル観念して捕まえ。お前たちが全部お前たちのせいで俺は反逆するしかなかった。ケン、シゲル、いや！貴様！山本、東野ら、一同、泉、宮野、残党が、謀反に加担した罪証は、明白3日後、一族、皆き、見せしめとする。今回は、K、宮城と藤原綾乃が力を合わせて乱を収めてくれなければ、私もすでに命を落としていたかもしれぬ。今、桂宮を殺封する。K 宮城を皇太子とする。皇位を継ぐ藤原綾乃を皇后とし、国政を補佐し、共に国家と天下を守る。陛下満載！よくそんなことできるね。美咲はまだ4歳なのに。それで大臣たちに皇位を譲るっていうの？彼女は、俺たちが自分たちの手で育ててきた将来は、きっとこの国を担えるはずだ。人に何か言われるのは心配じゃないの？何を恐れる必要がある。君だって女性なのに、俺と一緒に困難を乗り越えて、一緒に国を築いてきた美咲が君みたいになれば、天下なんて怖くない。父上。记得点赞关注哦。